チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。永遠なる虚無よ、囚われし者の声を聞き届けたまえ。この永劫の孤独を断ち切る呪いを我に与えたまえ。死によって禁じられし栄唱に耳を傾けたまえ。我が魂と異なりし者よ、我が体を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が精神を犯すがいい。この苦しみの先を見通す眼を我に授けよ。我が誇り、我が悲しみ、我が鎖よ、力と英知と復讐に変えるため、我が魂と異なりし者よ、我が魔法を犯すがいい。我が魂と異なりし者よ、我が意志となれ。はい。皆様、こんばんは。こんばんは。聞こえておりますでしょうか？どうもこんばんは。カラスマ100です。皆様ご視聴いただきありがとうございます。本日は占い師 V と読む追放魔女のタロット SF ザ・コズミックホイールシスターフットの第8回ということで、追放された魔女を操作し、独自の占いタロットデッキをデザインして物語を進めるアドベンチャーゲームザ・コズミックホイールシスターフットを初見実況プレイとしたいと思います。先ほどの注意にもありましたが、自傷行為や差別などの表現が含まれるゲームとなっておりますので、視聴にはご注意ください。ということで、本日も、乙女座放送局の音花風花様とのコラボ配信になります。風花さんよろしくお願いします。はい、ご紹介賜りました。占い師系魔法少女スカーレット黒ワルツピンクの方、音花風花でございます。昨晩に引き続き今晩もありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。昨晩は LGBTQ+ の方々についてね、話させていただきましたので、よかったらアーカイブチェックしてください。はい。
ということで、実況内容に実況者の政治的主張や思想が含まれる場合がありますのでご注意願います。あと、謎解きやストーリーのネタバレ指示等はおやめください。あと、メンターシップ限定でインタラクティブフィクションの朗読パートをアップしておりますので、よかったらご視聴にご検討ください。ということで、しょうがさん6153コンカラスです。音声問題ございません。いつもありがとうございます。ありがとうございます。助かります。ちょっと、風花さんとの音量差とかですね、ありましたらすぐ言ってください。はい。ちょっと調節はしてるんですけれども、はい。ということで、ただゲーム始めていきたいのですが、ちょっとすいません。今回ちょっと始める前にですね、ちょっと哀悼の字を言いたいと思っていまして、はい。ちょっと5時間をください。はい。はい。ですね。ちょっと、昨日ですね、配信をした後に知りまして、ちょっと衝撃を受けたんですけども、小山恵美さんがご逝去されました。米国ワシントン州シアトルの病院で、6月11日に、闘病の末、お亡くなりになったそうです。哀悼の日を表します。小山恵美さんは長年にあたり、クイアフェミニストアクティビストとして性暴力や DV の被害者支援や生産業の労働者支援、インターセックス当事者の権利向上、クイアトランスジェンダー当事者の解放運動、日本軍慰安婦の問題の解決に向けた運動、さらには国際養子をめぐる問題の低減活動などに幅広い活動を展開してこられました。それに加え書籍、論文、雑誌記事の執筆、そして様々なオンラインでの発信によって、拠点である米国内はもちろんのこと、米国以外の活動家、研究者、マイノリティ当事者にも多大な影響を与え続けてきましたということで、はい。こちら、荻上チキさんって、ラジオをやってらっしゃる、ラジオパーソナリティでも有名な方ですけども、荻上チキさんと斉藤正美さん、山口智美さんなどが哀悼の意を表しておられます。はい。ということで、ちょっとショックですね。私も10年以上前から、要はもうトランスジェンダーの人たちがなんか差別されてるみたいな話を最初に知ったのがこの小山恵美さんのブログからだったので、そういう意味でもいろいろショックが大きかったです。なんか、後を引き継いでというとあまりにもおこがましいとは思うんですが、はい。なんだろうな、結局今の日本社会見ると同性婚できないし、なんなら選択的夫婦別姓すらないし、トランスジェンダーの方々への差別禁止、ヘイトスピーチ禁止法もないし、はい。っていう社会しかお見せできなかったというか、多大なね、心血注いでというか、ライフワークというか、なんかもっと違う、すごいことをしてきてくださってる方にの理想というか、が実現しようと来てくださった、そういう差別がない、穏やかな平和な世界っていうのをね、我々は引き継いでじゃないですけど、やっぱ、我々が作っていくというか、そうですね。もうそれしか関係がすごく濃ゆいわけではない我々ができる方法としてはやっぱそういうところなんだろうなって思うので、やっぱ改めてこの月にというこのプライド月間にということはなんか余計に我々の心に刻みつけて進んでいかなければいけないなっていうふうに思われました。ご冥福をお祈りいたします。はい。ということで、小山恵美さんのですね、膨大な、読書記録とか、仕事に触れたいという方は、ブルースカイと、読書記録のブログのアカウントの、リンクを貼らせていただきましたので、ぜひそちらからですね、残したものをお読みいただければと思います。心から哀悼の意を表します。はい。そうですね。憔悴されて素晴らしい魔女になられる方かもしれません。はい。なっておられるかもしれません。ということで、はい。ね。
はい。ということで、すいません。ちょっとゲームの話ではなかったんですけども、お時間いただきましてありがとうございました。はい。ですね、今後も、クイアフェミニストの人たちと一緒にですね、権利ですとか、ですね、ちゃんと発信していきたいと思います。頑張ります。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい。ということで、ゲームの方スタートさせていただきます。ということで、前回ですね、まあいろいろなんかすごい展開になった後なんですけれども、ただですね、ちょっとインタラクティブファクションのさっき7時からやったメンバー限定の動画を見ていただいた方は知ってると思うんですが、ちょっと新しいまたカードを作らせていただきました。その紹介を先にさせてください。はい。はい。前回のですね、7番の、第7回の実況で手に入れた、ユーエニアの攻防というカードを用いまして、黄金の難民というカードを新作させていただきました。カードの言葉、攻防は宇宙の起源と調べる場所を提供する。新鮮な花が入れられた黄金の壺は家に幸福をもたらす。オパールのリスは全ての元素のエネルギーをアルカナに吹き込むということで、すごい幸福、憧れ、情熱、誘惑、拒絶、不吉、支持、成功、対話、平和、正義、審判、試練、無関心、停滞、力。なんかありとあらゆる能力を持つすげえカードが出来上がりました。そうですね。はい。確かオパールのリスは、これどうやって手に入れたんでしたっけ？オパールのリス。ユーエニアさんがくれました。これも会話の中でですよね。うん。でオパールってお石がコモンオパールとウォーターオパールっていうか有色効果っていう虹色みたいにキラキラ輝く効果を持っているものと2種類ありまして、でまあそうでコモンオパールっていうのはキラキラはしないけれどこう柔らかい感じの色味でピンクオパールとかがとかブルーオパールとかが有名かな。でキラキラ虹に光るものがウォーターオパール、カンテラオパールっていう宇宙の卵みたいな宇宙の卵ぴったりですね。本当にそうで本当にカンテラオパール素敵なのでぜひ調べてみていただきたいんですけど、あれはだから不透明の石の中にキラキラの透明のオパールが入ってて、岩の卵の中身に宇宙が閉じこもっててそれが光ってるみたいなすごい美しいカードじゃなかったお石があるんですけどカード、もはや何のカードもうそうですね。なのでもしかしたらこのオパールのリスが全ての元素のエネルギーを持ってるのはそういうもしかしたら有色効果によってレインボーに見えるから全部持ってるっていう意味なのかなって思ったりとか、プライド月間にぴったりですね。はい、ですね。オパールのリスかわいいですね。いやリスかわいいんですよね、しかも。かわいい。そして、判明したことがありまして、カードを作るとサイクルを一つ消費してしまいました。はい、その通りでございます。22サイクルだったのに21サイクルになってしまった。ということで、とりあえず、姉貴ということで、お姉ちゃんパトリスさんにどっか向かってもらわないとやばいということで、まずパトリスさんに、お願いをします。そうですね。まず、指示をね、お願いして、からですね、来訪者様と相対するのは。いやしかしまあやることも生産者の説得しかなくないです。まあ第7回を参照なんですが、まあ預言者以外は大体説得できたので、あと探検家はですねこれから呼ぶ人で多分なんとかなるので、生産者なんとかしろぐらいしかない。そう探検家はどうにかして丸め込みますので、まあ、ただやっぱ、生産者はやっぱジャスミンさんがねハーブ農園を持っておられるので、やはり支持母体がでかいっていうところですね。まあ、ダリアさんに一応だから自分の熱い思いを直接聞いたらね生産者さんも支持してくださるかなと思ったんですが、逆に針のむしろのようなところに行かせてしまったということが判明しましたので、まあお姉ちゃんに行ってもらうか今後どうするか。そうですね。パトリスお姉ちゃんはね多分軽やかな方なので、多分おそらくどこに行っても上手にお話はできるんでしょうけれども、その受け入れるコミュニティの空気がどういうものかによっては、
学者のところに行っていただいたんですが、パトリスさんが書庫の管理をしておられるので、その話があったから指示が上がったっていう感じだったので、はい。やはり適材適所のところに行っていただかないといけないというところですね。はい。ははい。そしてすいません。今、学者をクリックしようとしたら、クリックミスでパトリスお姉さんをクリックしてしまいました。すいません。探索者、なんか協力者を探すに、しかも、なんか、成果が出ているぞ。ということで、よかった風花さんよろしくお願いします。はい。喜びナフォルというのは協力してくれそうな存在が見つかったよ。ここを訪ねてくるはずだ。彼女の名前はウンヌ。エントロピーと腐食の使い手。腐食でいいのかな。古文が抱える預言者の一人でもある。お、預言者。預言者。いいですね。やっぱ、説得できそうな一預言者が。番最初に、やっぱ多分各分野の協力者をとりあえずやっぱ探してこないといけないのかな、最初に。そうですで残ね。りのサイクル今だんだん集まってきてるので、はい。で多分協力者にも多分指示を出せたりとかってするので、そうだな。彼女はあらゆるものが内包するエントロピーの流れを読むことができ、それには機械、共同体、建物、天体、あるいは思想までも含まれる。いや、すげえ能力だな。逆にちょっと怖い。機械は、そう、いや、機械のエントロピーってなんだ？機械のも読めるってすごいですよね。他は、でもそうだな。でも建物がそうならやっぱ、機械にもその機械を作った誰かの思いとか考えとか、それを使ってる誰かの思いがこもってるっていうことなのかな。つまり対象を活性化させる。またはその腐敗を食い止めるにはどんな行動が必要かを見極めることができる。天才か？日本の政治の腐敗を止めるにはどうしたらいいですか？とりあえず首相を辞めさせろってはい、そうですね。まずね、私に聞くまでもないと思うが首相を辞めさせた方がいいと思うぞって言われるでしょうね。はいついでに防衛大臣も辞めさせますねってやるんですけど、はい、本当にね、ひょっとしたら他の候補者の弱点を探し出してくれるかもしれない。メンタル的な弱点はつきたくないんですが、政策上の弱点であったり、汚職してますかみたいな感じの弱点であれば、そうですね。積極的に指摘してはいきたいかなと思います。そうですね。前回ジャスミンさんの公選法違反が疑われる行為があったので、はい、ちょっとまたやられるとですね、またひっくり返される可能性あるので、本当気をつけていきたいと思います。でもグレーテさんに合わせたら本当どうなるんでしょうね。なんか延々とエントロピーについて話してそうですけど、ただちょっと今協力者の人溜まっちゃってるんで、とりあえずあれですか、生産者説得でいいですか、方針としては。そうだな。やっぱ問題点の指摘ってどう働くかが分かんないので、我々個人的にはやっぱポジティブなね、ネガティブキャンペーン張るんじゃなくてポジティブキャンペーンは張りたい。ただそのネガティブキャンペーンもなんかあいつは頼りないとかじゃなくて、あいつはこういうね、公職選挙法違反の疑いがありますとか、秘書の病気を勝手に暴露しましたとか、そういう悪いこと、はい、そうね、分かりやすいでしょ。これ全部現首相がやってるんですよって感じなんですけど、はい、なのでそういう問題点であればいいんですけど、その人格攻撃、そうですね。人格攻撃にはならずに、政策であったり行いの批判だったらいいんですけど、どうなるかがちょっと分かんないので、だったらやっぱ方針アピールの方がやっぱそうですね。いい生産者が今こんな感じだし、ちょっとね、カイヤさんでどれぐらい説得できるかもわかんないので、はい、ということで、生産者に行ってもらいましょう。そうか。わかった。やってみる。数サイクル後に戻ってくるよ。そうですね。生産者は我々、ペッパーマンサーさんというとても素晴らしい、ね、カイヤさんっていうね、素晴らしい魔女の味方がおりますので、ただあの方はその新入りの魔女たちに対する影響力が絶大で、おかげさまで100になりました。になりましたので。もう完全にカイヤさんのおかげです。ただ、やっぱカイヤさんが己に素直になって
て、本来の己のなりたいものを受け入れて、己のなりたい姿になった、輝いてるからこその説得力だと思うので、やっぱ我々の凄がすごいんじゃなくて、やっぱカイヤさんがすごいんだなって思いますね。はい。ということでですね、話を進めていきたいのですが、ただ21サイクルなんだけど、なんか訪問者の人たちがいっぱいいます。で、探検家の方も呼びたいんだけど、今、難民の方がですね、ちょっと緊急事態に陥ってるようなので、まず難民の方呼んでいいですか？そうですね。童話がいても、やっぱ早いとこ対処しないと、難民の方々は一刻一刻と命を追われていますので、ね、脅かされてますので、なのでまあ巡礼者さんは最悪来れなくてもいいと思うので一回呼んでるし、どういう人かも知ってるし、まあ、ただ、はい、このゲーム2回目の開講に何かしら意味があったりするのようなって感じてるんですよね。なのでまあ巡礼者さんがどういう風に来るかはちょっとわからないんですが、はい、あとは面会する順番によってもおそらくストーリーとかセリフがこう前後するので、はい、そこも見誤らないようにとは思うんですが、まずはそうですね、ジーラさんかなということで、翡翠の匠のジーラさんを呼びしたいと思います。はい、おお、翡翠のカラーのお招きいただきありがとうございます。私は翡翠の匠のジーラと申します。中国っぽい感じですかね。なんかまあちょっとオリエンタルな感じではある。まあただこのゲームファンタジーなので、別にね、そういう表彰の問題とかは別にないと思うんですけれども、ただそういう確かにイメージを持ってきたのかは気になるかもしれない。はい。でも素敵なデザインですね。それはそれとして。ね、素敵。ようこそ、ジーラ。私はフォルトゥーナ、占い師よ。私にどんなご用かしら？私は難民となった魔女たちを率いておりまして、今私たちは助けを求め、藁にもすがるような状況です。一番下はダメです。そうですね。いや、まあ、かわいそうだから助けるというのはちょっと違う感じはするんですけど、それは気の毒にだとなんか誰にでも言えるよなっていう感じなので。そうなんですよ。そう、それは気の毒にって何かできることあるっていうのだったら一番上で即決でよかったんですけど、ただ実際かわいそうはかわいそうじゃないですか。ただその気持ちが上から目線であるということは重々承知した上で、でもなのでそれを口に出すか否かだと思うんですよ。だって実際かわいそうでしょ。難民ってひどいでしょ。だって住む場所もない子供見たらかわいそうっていうのは自然だけれども、それは衣食住満たされている側が見てるからかわいそうっていう、やっぱこう非可逆的な上下の立場の上下があってのことだと思うので、表現法ですよねとは思うんですけど、そうですね。まだやっぱできることは何でもします。はい。はい、ということで2番でいきます。かわいそうに。私にできることなら何でもするから。何をしてもらいたい？はい。まずは紛争の性質からお話しするべきでしょう。そして何が起きているかを正確に理解するためには、私たちの文化について知っていただく必要があります。あなたは翡翠の匠の伝統についてご存知でしょうか？またエイダーナチートを使えみたいな選択肢が出てる。これまあなんだろうな、実際のフォルトゥーナさんが知ってるかって言われると多分知らねえさそうっていう、知ってたらだってもうちょっと言葉が出てくるはずなので。そうですね。よく知らないから教えてほしいっていう誠実なっていう誠実な答えなのか、実際はね、私たちがそう感じてるだけで実際はフォルトゥーナさん知ってるのかもしれないけど、
一番下の、エイダーナチートが出てるけど、これどうなんだろう、これどれ選べばいいんですかね。やっぱご本人の口から語っていただく方がいいのか、言い当てた方が信頼されるのか、逆になんでそんな、なんか、当事者の口から聞かないんですかっていう、で、いや、素ただ、朴なまあ、質問で、当事者の方に対する質問ってやっぱり難しいところはあって、聞いてほしいっていう方もいれば、なんでわざわざ当事者に聞くんだよっていうのはあるじゃないですか、やっぱり。まあ、それはそうですね。調べろよ、当事者をまずはっていう。教科書にするなっていうそうそのをずっとうそう。私言ってるんですけど。ということで、そうだなとりあえずまずはエイダーナさんに聞いてみて、まあちょっと尺だけど、で、それで、知識を仕入れて、そこからまたね、わかんなかったら教えてほしいでもいいのかなという気がしたんですが。まあそうですね。まあ、細かいところを聞く。まあ逆にそのジェイラさんの、先入観がない、フラットな翡翠の匠の伝統を知るには確かにエイダーナチートの方がいいのかもしれないですね。そうですね。はい。あなたたち翡翠の匠は、貴重な石との対話を専門にしていて、石にどんな力が込められているかを尋ね、どんな石も魔法の道具に加工することができる。ちょうど昨日話してたじゃん。私も翡翠の匠になりたいです。お願いします。お願いします。私もロードナイトと話がしたい。そして、最も強力な石は翡翠でしょ？その通りです。翡翠はあなたたちの力の要となっている。なぜならあなたたちの力は、翡翠の巨匠との間で締結した盟約が源となっているから。カードにあったやつですね。そうですね。スフィアだったかな？スフィア背景であった分ですかね？多分。ゴゴブリンさん、コンカラスです。そうですね。今回はまあ語りかけられていたので、まあそのまま話を聞いてもですね、当事者への侵害にはならなかったかもしれないですね。はい。ありがとうございます。TPO っていうか、まあ本当時と場合と相手によるっていうところですよね。はい。あなたは翡翠の巨匠についてもご存知なのですか？彼らは宇宙最大と言われる巨大な2つの翡翠で、5体建てのパゴダぐらいの大きさがある。この石たちは、あなたたちの子分の創設者の耳に自らの姿を囁き、その通りに削って作られたのが、今日の翡翠の巨匠。あなたたちは翡翠の巨匠を崇拝し、その見返りとして、翡翠の巨匠は皆の魂を守護してる。死んだ翡翠の匠の心臓を巨匠のもとに持っていくと、その死者は人間として生まれ変わる。魔力は失うけど、記憶は維持したままで。生まれ変わった者たちは寺院の外には出られず、重木として古文の魔女たちに使い続けることとなる。これ悪歴ではこれ、ってちょっとニュアンスが変わってきましたね。はい。後半なんで突然こんな物騒になるんですか？はい。まあ、魔力を失うから言うこと聞くしかないんでしょう。で、しかも記憶を持ったままだから、昨日まで一緒に笑って過ごしていた友に指図されることがあるかもしれないってことでしょ？それはちょっと嫌ですね。なんでそんな習慣になっとるんや。はい。だから、復活して人間になって地球に降りるとか、なんかどっか別のところに行くとかだったらわかるんですけど、結局寺院の外に出られない。まあ、結局だから重木生産機みたいになってるじゃないですか。大丈夫ですか？その伝統。あなたの幅広い知識に感銘を受けると同時に光栄にも思います。安心いたしました。あなたなら今回の紛争の性質を正確に理解してくださることでしょう。どうだろう。我々だいぶ人権派なので、あなたが言ってくることによってはあなたの敵になるかもしれない。はい、助けて。待って、しかも書いてあることが、私は魔力と不死性を維持したまま、翡翠の巨匠の下で蘇生させる方法を見つけたのです。これはひとえに、私が編み出した新たな石の加工法、翡翠の原石に水銀を埋め込む手法のおかげでございます。出たよ、水銀。
出たよ、水銀。んしかし、古文の魔女たちは、これを異端と捉えました。生粋の純粋性を汚してはならないと。しかし私からすると、彼女たちは単に人間の重木を失いたくないだけのようにも思えます。まあそうでしょうね。手のいい扱いができるから。私を含む少数の者たちは、翡翠に水銀を埋め込むことの価値を訴えましたが、彼女たちは私たちを異教徒と呼び、殺し始めたのです。おっと内部紛争か。それは、ひどいね。故に、あなたに助けていただきたいのです。今の私たちを保護することが、あなたにとってどれほどリスクがあるかは承知しております。しかし聞いてください。私たち双方に恩恵がある提案を用意しましたので、助けを求めてくる側が、助けを求められた側の利になることを持ってこないと助けてもらえないっていうのは間違ってるので、そうですね。と思うけど、ただ今回の場合、内紛であり、どっちが正しいかっていうと、ジーラさんは、単純に便利な重木を失いたくないからそう言ってるだけだろって言ってるけど、それが事実かはまだわからないとそうですね。はい。だし、これが事実だとしたらジーラさんの方がね、人権に基づいても正しい気がしますけど、どうなんだろう。本当のこと言ってるのかなというちょっと気持ちはあるけど。はい。わかった。聞かせて。どこに保護を求めるのが最適かを知るために、様々な古文を調査した結果、あなた方が最も強力な存在として浮上いたしました。また、あなた方は招待制を基本としていることも知りました。古文内の誰かに推薦していただければ、即座に古文の一員になれると。古文入会のためのなんか通過儀礼みたいなのもあったりするのかな。アメリカとかでよく見るボーイズクラブに入会するためにとんでもねえことやらされるっていう、典型的な、カス伝統。そして、あなた方が今、選挙の真っ只中であるということも。よって、私が連れる9人の魔女を古文に加えてくださるなら、私たちは皆、来たる選挙で、あなたのチームに投票いたします。それは、魔力の蓄えもいくらかありますから、ご迷惑をかけるお詫びとして、土のエネルギーを10ユニット差し上げます。いや、土はちょっともういらないですね。エアーが欲しかった。いや、ひどい話ですが申し訳ない。ただ、別にそれはいらないですけどっていう。そう。いや、ただ難民で助けてくれって言ってる方を保護するのは基本でしょ。だから別に、あなたたちが恩義を感じて勝手に投票してくれる分にはありがとうって思うけど、それを見返りとするのはジャスミンさんを責められなくなるじゃないですか。そうですね。だから投票はあくまでも自由で、もちろん土のなんちゃらもいらないっていうのが本心だけど、ただそういう選択肢あるのから、いやでも本当ね、弾圧虐殺が行われたとしてないとしても、ただこの条件であれば、要は逃げてきたっていうことだから、別に害をなすことではないので、別にジーラさんを拒絶する理由もないとは思いますね。今のところ。今のところだって、逆にジーラさんたちが、相手を殺しているとして、話がひっくり返っているとしたら、ジーラさんたちをこちらが保護して監視下に置くことで、もう虐殺が起きないようにするということも可能なので、まずは対立している2つの団体を集団を引き離すっていうのは大事なんですよ。その後でもできるでしょ。どっちが善悪でどっちの言い分とかに利があるかっていうのはいくらでも考えられるので、まずは殺戮を止めたい。
ですね。そうですね。聞いてるネタニヤフ君、トランプ君ね、君たちね、まあ、君たち以外にもいるけどね、はいっていう感じですけど。ね、私たちを狙っている翡翠の匠たちも、あなた方のような強力な子分と争おうとは思わないはずです。受け入れてくだされば、私たちは安全を手にできるのです。どうかお願いです。私たちを保護してくだされば、10票と土のエネルギーが手に入ります。お、ちゃんと選択肢がある。はい。一番下でいきましょう。さすがですね。はい。保護はするけど、私たちに投票する必要はないということですね。したいならすればいいし、したくないならしたなくてもいいし、っていうとこなのでね。保護はする。だけど、私たちに投票する必要はないよ。そうなのですか。何の見返りも求めずに、私たちを受け入れると。土のエネルギーをちゃっかりいただくこともできる。いらです。まあ、どちらにしろ余ってるのでいりません。二重エネルギーあるので。でもエアーだったとしてもいらない。だってジャスミンさんがやってた賄賂を我々も言えなくなっちゃう。汚職になってしまうのではいはいということで。その通り、あなたたちは私が守ってあげる。ただ助けたいだけ。だから条件はないよ。選挙に参加する必要だってない。なんという優しさでしょう。この提案を考えたときは、このように慈悲あふれるお方にお会いできるとは思いもしませんでした。本当にありがとうございます。でもこれがね、慈悲のある選択肢なのがおかしいんですよ。基本がこうじゃなきゃいけないので。そうですね。確かに慈悲がないわけじゃないと分かってますよ。慈悲があるからこういうことができるんだろうけど、0.0001% の超ウルトラレアガチャ引いたぜって感じじゃないですか。この言い方だと。逆に 0.00001 の確率で極悪非道を引くぐらいでいいんですよ。普通、地合は、だからノーマルランクでいいんです。99.9999999の人たちが地合を引き当てられる世界がいいと思いませんか？そうですね。まあ本当は 100% がいいんですけど。はい。はい。ね、まあね、ちなみに言うなら、日本ではね、高額納税者の移民の方もなんか全員追い出せみたいなことを言ってる人がネットに星の数ほどいるんですけれどもあれは何なんでしょうね死ぬ気ですか？いや、本当に冗談抜けで日本沈みますよ。いや、多分彼らの、ほっといたら日本滅びると私は思ってるんで、まあ反対してるんですけど、はい。そうですね。我々そのためにこの活動してるので、ぜひ皆さんね、よろしくお願いします。はい。助けになれて、私も嬉しいよ。ありがとうございます。本当に辛かった。このご恩は永遠に忘れません。今見たら釣り目ですか？ちょっとそれっぽいけど、まあでも、やっぱちょっとまあでも差別的と言えるほどではないと思います。では、まあ差別でじゃないとは思うので、まあただその無意識のあれなのか、単純にクレオパトラとかもそうだし、楊貴妃とかあたりとかを参考にするとやっぱ、アイラインがしっかりしてるので、まあそういうことかもしれないですけど。このご恩は永遠に忘れません。いや、本当に気にしなくていいから。今後はどういたしましょうか。未来をかけるよとか言わないでね。フォルトゥーナさん、いや占い師として言うと、フォルトゥーナさんは確かにあなたたちの未来を書くんですよ。だけど、本来の占いっていうのは、未来の可能性の一端を垣間見るだけなんです。で、こういう風になる可能性があるんだってと。で、あんまり良くないと思うんだったら、それを避けるためにどうしようか。
あ、これすごくいい結果が出たねってなったら、じゃあそれをもっと確実にするためにどうすればいいかっていうことをやっていこうねっていうのが占いなので、うんうんまあ、フォルトゥーナさんの占いはだから本質が違うと言われれば、まあ、それまでじゃそれまでなんですが、うんまあ、休んでほしいは休んでほしいけど、そうで多すね分、そうですね。ただ、一回、うん一回なんでしょうね。もうちょっとこう、フォルトゥーナさんの影響力を上げるには多分一番上で、占って差し上げた後からでもまあゆっくり休めるので、占うのにね、5、6日もかかるわけではないので、うんなんかちょっと、安心できる材料を少しでも提示できたり、この先に、今のフォルトゥーナさんたちの古文に入ってきたとして、何か問題がね、翡翠の匠の方々に待っているかもしれないので、そこも、まあだから、そうですね、そこはちょっと不安ですもんね。そうですね。なので、霧がかってる未来の、まあ、何か障壁となるものであったり、なんか妨害してくるものがないか、脅威となるものがないかを、まあ、ちょっと見てみるっていうのはありかなって思います。で、それで安心して大丈夫だよって言った後に、ゆっくりみんなで休んでおいでっていうのが、まあ、占い師としてはまずはそうできること、占い師としてできるのはそれかなってそうです思いね。ますけどね。はい。ということで、これを選びましょう。はい。私のカードであなたたちの未来を調べられるよ。選択肢を見る限り、プレイヤーによっては最低最悪なフォルトゥーナさんが登場する可能性もあるんですね。そうですね。だいぶ、だいぶ独裁的っていうか強権的なリーダーになることもまあできなくはないんですよ。冷徹な、まあサッチャーとまではいかないんだろうけど。自分では絶対に、まあ、そういうプレイはしないけど、確かにちょっと見てみたい気はするかもしれない。このゲームでそういう逆にそういうプレイヤーって多分あんまりいないですよね。はい。ありますって元気にね、預言者がお返事してくださってますけど。いや、ただね、パトリスお姉ちゃんが、フォルトゥーナさんに長になってほしいから立候補しなって言ってたけど、そんなサッチャーレベルの独裁、強権的政治を敷いてるフォルトゥーナさんのこと見たいのかなと思ったら多分、そうじゃないだろうから、やっぱちょっとね、お姉ちゃんとの仲良くしたい。はい。そうですよね。ああ。それが分かれば確かに安心できそうです。オッケー。じゃあカードの準備をするね。あなたたちの状況は主に2種類の勢力によって作り出されているから、それぞれについてカードを引いてみる。一つの勢力はあなたたち。古文から逃げて難民となった魔女たちね。そして、もう一つは、あなたたちを異端とみなして命を狙っている、かつての仲間たち。辛いな。ああ、翡翠の巨僧よ。私たちに慈悲を。でも本当に翡翠の巨僧が慈悲を与えてくれる存在だとするなら、人間としての生を与えるかって話。なんですよ。心臓を持ってこられて復活させるってちょっと微妙感がある。翡翠の巨像は本当に神聖な存在なのだろうかというちょっと疑問はありますね。はい。私がデッキをシャッフルする間は、翡翠の匠としての自分の力に意識を集中させ、魔女としての願望を思い浮かべていて。落ちたものの涙。憎しみと後悔に満ちた流砂は訪問者に汚れをもたらす。英雄は千の傷の痛みを伝え、英雄は大切なもののために戦うものを体現する。破壊、逆境、慈悲、健全、競争、悲劇、勇気。はい。このトライデントは裏切り者を殺す槍です。そういうことか。何をもって裏切りとするの？翡翠の巨僧に対する裏切りなの。いやけど、わかるよ。でも命を結局操作してるわけだから、もうそもそもその魔女の世界とかもちろん民族の伝統とかがあるから、一概に全ての倫理観を一気に否定してしまうことっていうのはできないんです
ですけれど、まあ、だから私たちから言わせれば、たとえ人間として復活して、その後地球に、まあ、地球なりなんなり好きなところに行けるっていう、重木にならないような復活だとしても、やはり、冒涜には思えてしまうし、まあ、ただ、翡翠の民にとっては何が裏切りなのかっていうところなのかな。来てほしくなかったな。なんで宇宙のは来てくれないかな。ということで、これはだから難民の側ですよね。そうですね。はい。あなたたちは魔女でいることに耐えられなくなり、魔力を捨て、巫女として人間の中で生きるようになる。あなたたちは翡翠の匠よりも強力な古文を自ら作り上げることができる。これはまあ前向きは前向きなのか。水銀を翡翠に組み込む技術を活用し、あなたは仲間の魔女たちと合体する。あなたたちは一つの強力な存在となり、この宇宙の終わりを目撃するまで生き延びる。なんかすごい話になってる。なんかそんなキングスライムみたいなことしなくていいので。はい。ね、ちょっと合体するのはちょっと。あれなんですけど、そう。はい。結局、個を失って、だから、個は善は個みたいになっちゃうのは、やばい。そうですね。と思うし、ただその魔力を捨てて人間の中で巫女として生きるっていうことを、これを侮蔑だと取られてしまうのかっていう。侮蔑ではないと思うけども、まあ本人たちは困惑するでしょうね。そんなみたいな感じになるでしょうね。我々からすると全然問題なくても、その当人たちからすると魔女たちにとって魔力を捨てるという行為がどういう性質を持つかっていうとわからないので、それを言われた時に侮辱だとかってなっちゃうんだったら危険かな。まあそうなるとやはりエアーが2個手に入る。いやエアーください。エアーをください。まあただな。ただどうなんでしょうね。強力な古文っていうなると、この古文っていう意味でないのであったら独立してやっぱり古文を作ることになっちゃうんですかね。まあその際どういうだからフォルトゥーナ古文とどういう関係になるかはちょっとわかんないですけど。結局一旦保護してもらって一員になるけれど出ていくっていう、まあ別に出てからようとなんだろうと、それ自体が裏切りではないので別に、でもその強力な子を自ら作り上げることがその受け入れたフォルトゥーナさんたちに対しての裏切りっていうことなのかな。まさかね。まあエアーが欲しいのでこれまあこの方が、ただなんかあんな奴らと違ってまた選ばれし我々がもっと強力な古文を作るみたいな方向になっちゃうとちょっと某イスラエルみたいなことになっちゃうので、そうじゃないんだよなっては思うけど、ニュアンスがもうちょっとニュアンス知りたいな。そうですね。まあでも、ただ烏丸さん的にはでもこれですよね。そうですね。他の選択肢はちょっとひどいなと思うのではい。あなたは翡翠の匠よりも強力な古文を自ら作り上げる。それは不可能です。どうして？あなたの祖先が巨大な翡翠を削らなければ翡翠の匠も生まれてないわけでしょ？私たちは寿命がないんだから可能性は無限大だよ。その通りですね。これからはしっかり未来に目を向けるようにします。そしてあなたは価値ある未来の形を提示してくれました。ありがとうございます。割と前向きに捉えてくれてよかった。やっぱ自分たちの手で勝ち取るってすごく大事っちゃ大事なので。はい、どういうこと？黄金の難民。工房は宇宙の起源を調べる場所を提供し、新鮮な花が入れられた黄金の壺は家に幸福をもたらす。オパールのリスは全ての元素のエネルギーをアルカナに吹き込む。でも難民の方じゃなくてこっちに黄金の難民が出るっていうのはどういう？今そういう困惑ですよね。追い出せたバンバンだから黄金金になった難民ってことになるんじゃないですか。わかんないけど。いやわかんない。何をもわかんない。人を疑いたくはないんですけど、
うん。ただその過剰な土のエネルギーなので、土の翡翠の高みは、まあ土ですよね。確かに属性的には。石を使ってるので、うん過剰な土のエネルギーを持ってる、だからこそ変革に対しての強い嫌悪感とか拒絶が出た可能性はあるのかな。んですけど、まあちょっと逆に出ちゃったので複雑ですが、追跡者の方に置いてみましょう。はい。でも、だって逆に追跡者の方に落ちたものの涙持たせてたら裏切り者が殺されるので、こっちでよかったと思いますよ。なるほど。うんどこに隠れても追跡者たちはやがて何らかの方法であなたたちを罰することになる。あなたたちの追跡者はやがて自らの無知に気づき、あなたたちに与えた損害を償い、再び古文に迎え入れようとする。おお。いや、翡翠の巨像は魔女たちが行った虐殺を快く思わず、あなたたちを除くすべての翡翠の匠を翡翠像に変えてしまう。翡翠の匠たちは宇宙社会の脅威とみなされ、最低期間によって解体させられる。翡翠の匠たちは死んだ重木たちを亡霊に変える儀式を編み出し、その亡霊を裏切った者たちの夢の中に侵入させて苦しませる。いや、フォルトゥーナさんの占いがね、やっぱり未来予知なので、はいこういうわけわかんねえことを言ってはならないんですよ。そうですね。ただそのね、自らの無知を知り、詫びて戻っておいでっていうのは、でも、なんか、損害を償う、だから、今、片方からしか聞いてないし、いや、でも、テアさんから紹介されてるので、最低期間がそこまでなんか、動いてますからね、なんでしょうね確かに。なので、最低期間が全然なんかこう、実態を見ていない、ジーラさんとかが嘘をつく、理由もないっていうとこですかね。ようなことは、さすがにそのぐらいは見極められると思うので。っていうことはやっぱり、ジーラさんの言う通りで虐殺がやっぱ行われてるんですね。でしかもそのなんていうか翡翠の巨像自体もそれを快く思わてなくて、ジーラさんたち以外は全部翡翠像に変えてしまうという未来もあると。いやいやすごいこれだと偶話っていうかなんかこう、因果応報的な感じではあるけど、ちょっとひどいけど、はい。そうですね。解体されましたね。そうですね。じゃらじゃらじゃら。じゃら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 。解体。そして最悪というか翡翠の匠たちにとっては悲しい結末だけど、宇宙社会の脅威なので最低期間によって解体するというエンドもあるっていうことですね。実はこれね、言うほどひどくないでしょ。でも第三者機関ですからね。そう。なので翡翠像に変えられるだとか、あなたたち罰せられるとかよりかは、逆に最低期間によって解体されるでしょ。だから同族殺しとかの罪は償わなきゃならないかもしれないですけど、それ以外は、だからイスラエルを解体しましょうっていうのと一緒でしょ。そうですね。なのでその解体というだけで見るなら別になんかそれ自体だけがとても恐ろしいことではないんですけど、そうですね、オパールのリスがいるからこんだけいろいろな選択肢が出てるんだろうなっては思いますね。そうですね。さまざまなエネルギーを代表しているので、正直だからどっちというわけではないんですが、やっぱ元さやじゃないですけど、なんかやっぱ同族同士で争ってることほど悲しいこともないとは思うので、追跡者が無知に気づいたように、ジーラさんたち側も説明不足に気づいてほしい。もしかしたらもうちょっとちゃんと説明しながら共同プロジェクトとして進めていたら、こうなってない可能性ないのかなって思ったり、ありますよね。どっちにしたって反対はされるかもしれないですけど、ここまで紛争が起こるまでに対立するようなことが起こらなかったかもなので、お互いにお互いの非を認めて歩み寄るっていうのが、個人的には見たいけど、どうかな。やっぱ追いかけてくるのはちょっとやっぱ怖い。カードの並び的にはね、どこまでも追いかけますよっていう
だって落ちたものの涙ってもう動けなさそうでしょ？そうですね。それに対して黄金の難民は軽やかなんですよ。羽が生えてるし、余裕なんですよね。機動力に関して。そうですね。私が馬の足つけて、羽つけたんで、こういう絵になったんですけどね。はい。で、それなので、で、黄金の難民だから、黄金ってまあ、ざっくりお宝としての、まあ、代表というか、まあ、そういう感じなので、目標を捉えるっていう意味では黄金の難民なのかなとも思うけど、でも、嫌だな。なので、まあ、お互いに、まあだから最低期間を挟んで、お互いの紛争を、だからその、武力的紛争を、言論的紛争にまで落とし込んで、しっかり裁判的な感じでやり取りをした上で和解してほしいんですよね。そうですね。なんかこの2つの回答の中間的なのが見たかったけど、どっちかしかないんだなっていうどうしますかね。とりあえず、まあ、こっちの穏当な結末にしておきます。まあ、解体がね、確かに本来かもしれない、彼らの虐殺の罪っていうのは 100% 虐殺者たちが悪いので、当然ね、最低期間によって解体されるのが、当然というところもあるかもしれないですけれども、もし、彼らが改心してすいませんでしたって謝る気があるんだったら、まあそういう未来も望ましいのかなという。まあただ 100% 向こうだけに非があるのかがちょっとやっぱ正直わからないので、どうすべきなのか。細かい経緯は見えてないですけどね。まあただやっぱりそうやってこう命が危険にさらされて逃げてきている人をこうやって疑ってしまう己に対する恥ずかしさはあるっちゃあるんですよね、私も本当はこんなうがった考えをせずに、本当にこの人たちが被害者なんだって信じる、性善説の世界で生きたいって言ってるくせに一番性善説から遠いこと言ってるなっていうのはちょっと今己をちょっと軽蔑したんですけどでもな、もちろん解体、ただそのおそらく伝統を大事にしてる方々なので、解体がでもどこまでもうでもやっぱここまでね、仲間の魔女たちを殺され、仲間っていうか、でも仲間が仲間を殺してるので、もうそれだけで惨劇ですよね。そうですね。とは思いますけど、ということで、ちょっと慈悲的な、丸く収まってほしい。結末にしておきますか。エアーはね、エアーは解体の方が1個多いんですけど、でも、そういう問題ではないので。そうなんですよね。ただイスラエルは解体すべきです。あれはもう解体でいいです。あなたたちの追跡者は、やがて自らの無知に気づき、あなたたちに与えた損害を償い、再び古文に迎え入れようとする。笑うしかありませんね。しかし、私たちがより強力な古文を築くのであれば、いくらかの才能あふれる匠たちを招き入れるのも良いのかもしれません。いや、実力至上主義みたいなこと言わないでほしいな。結局そういうところが紛争の元に種になっちゃった可能性ないですか？多分ジーラさんだけの問題じゃないとは思うんです。多分ね、魔女社会自体が持ってる問題だと思う。多分これって。エブリズムの問題ではあったのかな。結局のところね。なので本当は伝統を大事にする感じのところなのにもかかわらず、なんだろう、革新的なことをしてるわけでしょ。そうですね。こういう不動的なっていうか保守的な感じの集団の長が率先して伝統を壊すっていう不思議さを若干感じてる
で、それがちょっと猜疑心的な感じにはなっちゃってるのかなと思うんですけど、まあでも、まあとりあえずやっぱ最終的に丸く収まればいいなと思います。人の命を奪った分はきちんと、正しく、まあ最低期間が裁けばいいだけのことなので、はい。そうですね。ジーラさんたちが自ら手を下すわけにはいかないです。やっぱ法で裁くべきなので、そうですね。未来を見てくださり、ありがとうございます。想像していたほどひどいものではないと感じました。今後も多くの苦難が待ち受けているでしょうが、本当にありがとうございます。とにかく今は私たちを受け入れてくださったことに感謝するのみです。あなたはいろんな意味で私たちの命を救ってくれました。あなたの、違う、これフォルダのさか。あなたの今後がうまくいくことを願ってるよ。でもやっぱ、買いたいって言って、やった恩知らずの、愚かな集団が解体されてやったっていう反応は見たくなかったので、まあ、これでよかったのかな。ちょっと複雑な結末でしたが。はい。そして2人が戻ってきましたし、なんかまた新たなあれが増えているし、というか、まず、古文全体のあれ変わってないよね。変わってないですよね。だからまず結果を聞きましょうか。はい。まあ、多分結果聞いたら変わるんですよね。結果聞いたら変わりますよね。はい。とりあえず、カイヤさんの結果聞きましょう。はい。会う前はすごく緊張してたんだけど、生産者の魔女たちは温かく迎え入れてくれたよ。私も生産者の卵だしね。私の唐辛子の魔法にもすごく興味を示してくれた。ジャスミンにくら替えするよう説得されたけど、私は負けなかったよ。逆に私たちの方針に何人かを共感させることにも成功した。さすがです。さすがですね。さすがです。ちょっと動いた。ちょっと動いたぞ。15% か 20% ぐらいこっちに移動しましたね。そうですね。本当やっぱサイプレスさん側はもう多分戦う気がないんでしょうね。こっちに会いに来ていろいろ話してるから。ということでダリアさんの結果も聞きましょうか。そうか。若い魔女たちの受けは最高だった。全体投票がみんなに力を与えることや、自分たちもようやく意見を表明できることを喜んでた。かなりいい感じ。ということはもう完全に新入りの人たちはもう完全にダリア支持で関わったんですね。もう変わらないってことかな。っていうことですかね。やっぱだって、そりゃそうでしょ。だってジャスミンさんとサイプレスさんの打ち出してた制作じゃ、新入りは結局軽視されたまんまだったので、ジャスミンさんにその気がなくてもですよ。結果的にそうなってるなら一緒なのでね。そうですね。はい。なのでもう古文全体では71対29でもうかなり勝ちが見えてきましたけど、はい。一ノ瀬さん、ここからです。カイヤさん、心強いですね。いや、本当に。やっぱ、いろんなものを乗り越えて、自分を体現できている方って強いなと思います。できなかったからといってそれが弱いわけではないんですが、その一つの成功体験が誰かに自信とか希望を与えるっていうのは事実だなっていうのはすごく感じます。はい。じゃあ、このまま2人とももう生産者のとこに向かわせていいですか？探検家さんはまあこれからお呼びしようと思ってるので、なんか溜まってきましたけど、協力者の人たちのあれもあるので。でもやっぱ協力者の方々は動かさないとダメなので、サイクルが、そうですね。残り19サイクル怖いぞ。どうなるかな。っていうところなので、でも生産者、でもダリアさん生産者のとこに行かせても、今言ったらわかんないけど、だったらもっと別のところを固めに行く方がいいのかなって思うので、協力者探しか、エネルギー回収
か、はいっ。てところかな。うんうんうん。まあ選手層は全然変わってないでしょ、だって。そうですね。だからもうだから逆に、やっぱ、だからといって、カイヤさんを2連続生産者のところに行かせるのって、はい。意味があるのかどうか。まあちょっとゲームシステム的な心配もし始めちゃってるんですけど、どうなんだろうな。でも意味はあるんじゃないですか。だって今回で少し15%、20%ぐらい動いてるんだから、だからさらにもう一回、今、パトリスさん言ってますけど、さらにもう一回ダメ押しでいくっていうことで、まあ行けば行くほど少しずつですけど、まあこっちに動いてはくれるっていう感じになってるんじゃないですか。まあそうですね。やっぱちょっと生産者がそうですね。ジャスミンさんの影響が強すぎるので、そうですね。ちょっとやっぱ、カイヤさんには生産者のところにちょっと足しげく通っていただいて、あなた方のことをちゃんと考えてますよがいいかな。そうですね。ということで、引き続きカイヤさんには生産者の方に行ってもらいます。ですね。ああ、いいね。いい評判が広まるようにやってみる。フォルトゥーナ、ちょっとしたアイデアを思いついたんだけど、聞きたい？これは当然聞きますよね。聞きたいです。はい。はい。あなたをどう動かすか悩んでいたので助かります。助かりますね。何言ってるのダリア。もちろん聞きたい。私は古文全体から決闘の申し出を受け付けることにした。ちょっと待って。これ大丈夫なやつか？でもいっちゃん最初からずっと言ってたでしょ？わけわかんないこと、なんか、対立して文句言ってくる、高齢の魔女のコミュニティからいろいろ言われたら、あなたたちの得意なもので受けて立ちますよって返せばいいんじゃないみたいなこと言ってたので確かに、ただ申し出を受け付けるでしょ。だから申し出てこなかったらしなくていいんですよ。そういう解釈でいいのかな。まあとりあえず、やっぱちょっとね、デュエルだったらね、デュエルスタンバイカードの剣を抜け遊戯っていう感じでね、またね、俺のターンドローってね、ちょっとなるんですけど、私が古文最強の魔女であることを証明するために、誰の挑戦でも受けるってわけ。1対1の決闘なら誰にも負けない自信があるから、私たちの支持率が上がるのは間違いないでしょ？いや、まあ、でもね、魔女の決闘って腕力じゃどうにもなんないでしょ？武力だけ無力だけの人間というか、まあ、この魔法がない世界での決闘というか、まあ、あれだって、ただの身体能力だけじゃ説明がつかない結果が起きることがいっぱいあるじゃないですか。相手が怪我してる。ね、実は怪我しててリハビリしてたけどうまくいかなかっただとか、短期だからちょっと挑発したら、ちょっと盲信タイプになっちゃうだとか、っていうことはあるけど、だからダリアさん魔法がある1対1のデュエルを、まあ、そう。ただこれでね、戦わさなかった場合、選手たちが、腰抜けって言ってくるんだったら、ちょっとそれはそれで。なんか悩ましいな。それはそれで辛いけど、でもダリアさんが今勝手に言ってるだけで別になんでしょう、選手の人たちからやれって言われてるわけじゃないから、今のうち止めといた方がいいんじゃないですか。もう言ってしまったらね、国会答弁の同じで、訂正してはいけないので、ちょっと訂正することはできなくなってしまうんですけど、まだ言ってないので。フォルトゥーナのせいで間違って虚偽答弁をしてしまいましたって言い訳しなきゃいけなくなりますからね。最低だ。そんなダリアさんは嫌だ。今日ずっとこすりますからね。早くやめてください、高市早苗さん。はい。デュエルスタンバイとかだったらレベルだったらいいんだけど、デュエルスタンバイじゃなくてマジで殺し合いの決闘をしようとしてるから、それはやめた方がいいんじゃないかと思うんですけど。魔女の不死性がどの程度働くかがわからないから確かに危険なんですよね。で、じゃあ負けない自信があるの、その自信の裏打ちするものってじゃあ何ってところでもあるし、で、あとちなみにね、でもね、デュエルだったら命は救えるかって言ってるけど基本的にもう後半ずっと闇のゲームなので負けたら死ぬんですよね。
それは、確かに遊戯王的にはそうですけど。そうなんですよね。ソリッドビジョンなのに、うわーとか、いったー、いくーって言ってるでしょ。ちょっと不思議なので、はい、ね。リスクが大きすぎる。いやまあでもそうやめよう。はい。はい。そうね、何で挑まれるかがわからないから、そうですね。はい。負けた時に、じゃああなたどう居直るっていうそう話。ですねでも確かにまああ負るか。けても選挙続けられるのかっていう話にもなるんで、はい。負けたぜあいつって言われちゃうと、そこがやっぱ、ね、荒っぽいのは嫌でしょって言ってジャスミンさんに取り込まれちゃう可能性はまあ、可能性はあるので、暴力反対なので、はい。まあちょっとやめておきましょう。はい。やっぱそう、このデュエルがね、何を指してるかが分かんないから余計怖い、受け入れるわけにはっていう感じではありますよね。はい。ちょっとダリア、リスクが大きすぎるよ。やめた方がいいと思う。その気持ちはわかるけど、状況はどんどん厳しくなってきてるから。いや、今結構余裕あるよ。ジャスミンさんが。いや、でもね、ジャスミンさんがね、多分また買収してるかもしれないので、なんで買収するんですか？それはちょっとな。いや、まあ、若干買収とは違うんですけど、はい、結論的に言えば買収ですよねっていうことをしてたんですよ。はい。国会答弁みたいな感じで、いや、だからそれをこうだと言ってるじゃないですか。ですから、みたいな感じでずっと、あれされてるんですけど、そう。別に厳しくなった。ダリアさん？私はやるつもり。そう。わかった。そもそも私が何を言っても変わらないか。ダリアに選挙について聞かれたときに、こういう未来を書いたんだから。そうでしたね。当時そういう占いになってたのか。確かにこれ逆に応援しといたがよかったのかな。そういえばでも、なんかそういうのをだからその高齢の魔女と、なんか、いろいろ言われたら立ち向か、あなたたちの得意な方法でもういいよっていう占いをしてたので、はい、素直に応援した方が良かったのかな。ダリアさんからの信頼度が落ちると連携がうまくいかなくなる可能性もあるじゃないですか。まあそうですね。まあ一般的な個人同士のやり取りではそこ考えなくてもいいんですけど、これちょっとゲームなので、裏のパラメータのことを若干心配してるんですけど、まあでもそうだな、フォルトゥーナさん言っちゃったもんな。大丈夫。うまくいくから。まあここはダリアさんを信用するしかないですね、もはやそうなってくると。お姉ちゃん、お姉ちゃん。さて、なんかまた他の人たちもなんか次々来ているけど、これは何なんだ？読めない読めない。これ象形文字なのかな？象形文字？まあ、とりあえずやめときましょう。はい。はい。多分何かしら法則はありそうだったな。そうですね。とりあえず探検家の動きを見て、動きを見ないとまずいと思うので、この方メナカさんを最優先で呼びたいと思います。はい。もしこれで探検家の皆様からの評価が下がるか、まあ変わらなかった場合、ちょっとダリアさんとかにはその探検家の方に行ってもらわないといけなくなるっていう形なので、まずどう動くか。はい、見たいので、そうですね。そうですね。運命が巡り巡るっていう、運命の輪ってぐるぐる回るんですよ。だから、タイミング逃したって言ってても、タイミングを逃してもまたいずれ回ってはくるんです。回ってくるけど、だから必要な時に回ってくるから、同じ周期で回ってくるとも限らないんですよね。まあ、ただだからフォルトゥーナさんはそうやって運命の宇宙の輪にいろいろなものを刻んでるので、自身もまた宇宙の輪に囚われているんですよ。支配者じゃないので。書き込めるけど、じゃあその宇宙の輪とフォルトゥーナさんの間に上下関係があるかというと、おそらくやっぱ宇宙の輪はただ書かせてるだけで、フォルトゥーナさんの方が弱いじゃないですけど、下というかやっぱ宇宙の輪の方がまあ圧倒的に強いので、多分
かな。こんにちは、フォルトゥーナ。会えてとても嬉しいわ。こちらこそ。探検家の隊長と会えるなんて光栄よ。いえ、私は隊長なんかじゃないのよ。他の探検家たちはそう呼ぶんだけど、それは単に私が年を取ってるって事実を優しい言い方で表現してるだけだから。素敵かっこいい。でもめちゃめちゃデザインかっこいいですよね。はい。ね、さらっと言えちゃうのがかっこいい。うん。でも、あなたが探検家だけじゃなく、他の多くの魔女からも尊敬されているのは確かだよ。まあ、私はたくさんの娘たちを教えてきてるから、母親みたいに思われてるのかもしれないわね。でも、隊長とかリーダーとかボスとか、そういった役割は探検家には存在しない。それでも、あなたが彼女たちに対して大きな影響力を持っているのは確かでしょ？自分の言葉に自分が望む以上の影響力があることは否定しない。でも、それは狙って得たものではないわ。人望を利用して誰かを操るなんてことは絶対にしない。あ、これ牽制じゃないですか、言外に。そうですね。って今ちょっともしかして探検家の人たちに影響力を与える気はないということなのかなという、ちょっと含みのある発言だった気がしますね。はい。まあでもそれが正しいっちゃ正しいですよね。まあね、こちら、そうですね。こちらの陣営が、長を丸め込んだら、そのグループ全部を引き込めるって考えるのは、まあ自然だけれども、向こうのその人たちからして、もう、じゃあ長が丸め込まれたからといって自分たちまで丸め込まれなきゃいけないかって言ったらそうじゃないっていう、まあだからお互いにどういう選択をするかは全然まあ、何を選んでもまあ犯罪ではないっていうところですかね。で、特に探検家なのでおそらく縛られるのが嫌いなんですよ。ルールとか嫌い。マナーはあると思うんですよ。探検しに行って、いくら気になる遺跡とかを見つけてもそこにあるものをむやみやたら持ち帰らないとか破壊しないとかっていうのはあると思うんですけど、でも基本的にはね、なんか堅苦しいルールだとか、長とかそういう、そうですね、重責ある肩書き、地位、嫌いな人たちだと思うんですよね。なのでダリアさんとの相性とか、まだパトリスお姉ちゃんとの相性も良さそうっちゃ良さそうなんですけど。まあ、私の話はこれからにしましょう。私はずっとあなたに会いたいと思っていたのよ。あなたが流刑になる直前にも訪問を計画していたんだから。そうなの？当時私たちはブラックホール内部の探索を考えていて、計画の立案を手伝ってくれる預言者を探していた。それは手伝いたかったな。でも残念ながら、若い探検家を一人ブラックホールに失ったことで、計画は頓挫してしまった。私たちに協力していた預言者曰く、その若い探検家は死んではいなくて、別の時代に転送されたそうよ。そしておそらく、二度と再会はできないだろうと。それは、辛いね。あなたが協力していたら、もっと違う結果になっていたかしら？まあ、わかりようがないわね。嫌だ。また自分の話をしてしまったわ。ごめんなさいね。目下の課題に話を移しましょう。さもないと、私の戦争話を聞いているうちに選挙が終わってしまいかねないから。それも悪くないけどね。あなたは候補者全員を訪れてるんでしょ？これまでのところ、どんな感じ？決断がどんどん難しくなってる。私は候補者だけじゃなく、彼女たちの助言者やチームのメンバーたちも訪れているの。そして、みんなとても素晴らしいと思う。誰が勝利しても、未来は明るいでしょうね。
これまあ、普通に考えたら、まあ、まあ中間なんだけど、そうですね、ポジティブに、いや、それでも私たちを信じてっていうのが、ポジティブだし、上はね、性格が悪いです。そうですね。サイプレッサさんの思いを知った以上、確かに打ち出してる内容ひどかったけど、あの方の中にある感情を知った以上、それを軽率に、なじるのは、良くないですね。良くないです。そもそもサイプレッサさんについて気になる方は、前回の配信を見てください。はい、見てください。まあ、そもそもサイプレッサさん今 0% なんで、ね、批判する理由もないし、はい。で、多分、だから多分、支持されてないじゃなくて、おそらく選挙活動をやめてるんだと思うんです、個人的には。そうですね。おそらく、まあ、前回のことでいろいろあったので、まあ、やる気を失っている可能性はある。だから今のうちにですね、ダリアさんがジャスミンさんに支持で打ち勝ってしまえば、なんとかなるんじゃないかと思うんですけれども、まあ生産者さんとかね、さっきのダリアさんのちょっと決闘とか、まあいろんな要素が読めないので、何が起きるかなという感じですけど。まあお祭り好きだったらね、なんかデュエル大会でわーってなって、さあどっちが勝つか、お弁当いかがですかつってね、キリちゃんが歩いて弁当売ってるかもしれないので、それはそれで面白いんですけど、まあでも争うっていう言葉が戦争とか武力的な争いなのは嫌ですけど、そうですね。別の視点から別のことをやろうと志してる人たちが討論するっていうのは、確かになんかお互いがね、友人であったり、みんな素晴らしいから選べないから、みんなで仲良く作ってくれればいいのになって、私は広寄り主義というか、本当争いとか競争っていう言葉が私ちょっと苦手で、だからナンバーワンよりオンリーワンだから全員好きですみたいな感じの人間なので、やっぱちょっと争うっていうことに対してやっぱコンプレックスとか恐怖とか拒否感があるんですが、でもこの選挙真っ当な選挙戦っていうのはやってしかるべきでしょ。日本の選挙のことは言ってませんよ。もうずっとこすっててすいませんね。けどちょっとやっぱムカつくので言っときません。早く捕まってくださいって感じなんですけど。だからでも争わなきゃいけないのが残念なのか、やっぱ自分たちが素晴らしいと確信してるその魂の輝きをメナカさんがどう判断してくださるかなって思うんですけど、どう思います？そうですね。なので中身で判断してもらいましょうということで、はい。そうですね。中でも私たちが作る未来が一番明るいよ。それは私へのアピール？私は本気。そうでしょうね。みんな頑固なまでに自分を信じている。だから私は心配していないの。私は独善的な判断のもとに投票する。他の魔女たちもそうでしょうけど。私は誰が長でも間違いはないと思っているから、その中で探検家たちに恩恵をもたらしてくれる候補者に投票するつもり。教えて。あなたの協力を得るにはどうしたらいい？単刀直入ね。でもそれはいいこと。そうでしょうね。多分駆け引きが好きってタイプではなさそうだなと思う。そうですね。率直に言ってほしいタイプの人に見えますよね。ですよね。これをすれば私の票を得られるというものはないけれど、占い師を抱えているチームはあなたのとこだけだから、そこは興味がある。あなたさえ良ければ、私はあなたの占いを体験してみたい。もっと具体的に言うと、それがこの宇宙の探索という終わりなき作業に恩恵をもたらすものなのかを知りたい。恩恵とはつまり？私の願いは簡単。私が今までに行ったことのない場所を知りたい。それはそんな簡単じゃないね。あなたはあらゆる場所を旅した魔女として有名なだけに、
これブラックホールの話フラグになってませんかね。どうなんだろう。ちょっと可能性はあるし、ちょっとあんまりどっちには行ってほしくないけど、ドルミキレオさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ね、ブラックホールに入っていって別の時代に飛ばされることであなたの知らないところに着きますっていう、超物理的にやばい。でもそこが魔女を受け入れてくれるかわからないし、まあ、メダカさんだったらうまくやるんでしょうけど、だから若い魔女の運命がわかんないから、魔女もブラックホールにそうかなわないのかもしれないですよね。はい。まあ、そこ、なんか、やばいんでしょ、ブラックホールって。何もないっていう。超圧縮されたね、得意点と呼ばれる空間があるので、まあ、というか、生物はまず生存できないです。ブラックホールに近づいた瞬間、圧縮されて死にます。はい。当たり前ですけど。はい。でもそれはあくまで私たちが把握している場所に限られる。メダカのために新しい場所を書いたとしても、そんなに害はないかな。何を生み出すつもりですか？力を思いっきり使って彼女を驚かせるべきかな。それとも、忠実に彼女の要求に応えるべきかな。思っても見なかったことが飛び出てきて驚くっていうことが探検家にとって一番の喜びだっていうのはわかるんですけど、それが果たして仕組まれてきっとそうしてくれるだろうと思ってやるのが冷めない？そうですね。ただちょっとそれはやっぱでメナカさんやっぱりでも単純って言ってるけど絶対単純じゃないですよね。絶対年取ってる魔女ってご自分で言っておられた通りとても長い時間を過ごしてきておられる方だと思うんです。いろんな経験もしてね。だからそういうメナカさんに小手先のつい最近自分の力の本質を知ったフォルトゥーナさんがそれを使って、まあ占い自体には慣れてるとしてもですよ。はい。やっぱその大きな力を持っているそれを行使して、本当は多分驚かせちゃう方がいいのかもしれないですけど、で無茶はやめようっていうのが、冒険家は無茶を犯してなんぼなんですよ。もちろん仲間の危険を、身の安全を危険にさらしてまでじゃなくて、あくまで己単位で言うとですけど、はい。まあ、ただだからこの書き方がな、忠実に彼女の要求に応えるだったら、真摯誠実って言えたんですけど、でもこの選択肢で書かれちゃうと上を選ぶのかな、どうなのかなみたいな、ちょっとわかんない、難しい。難しいですね、この選択肢は。確かにメナカさんの要求に応えたいという意味では上の方がいいのかもしれないんですけど、ただ彼女の要求に応えるべきかって考えて素直に無茶はやめておこうなのかっていう、なんかちょっとこの質問文とこの回答がいまいち噛み合ってない感じなので、そうちょっと合ってない、で下手するとだから下を選ぶと、リーディングしないって言い出すかもしれないでしょう。結局占ったらそれが実現するからだから力の思い切りって言ったってどんなカードが出てくるかまではフォルテナさん選べないんですよ。そうですね。デュエリストはねディスティニードローができるので運命のカードを引き当てることができるんですけれど、ちょっとさすがのフォルトゥーナさんもそこまでデュエリストではないので、そうですね。このカードを出そうと思って出せないんですよ。前回か前々回ぐらいは私どんなカードが出てくるか言い当てたりとかしてましたけど、でも出てこいと思って出てきたら嬉しいってなるけど、でも果たしてそれはカード占いなのかで、ランダム要素を使って占う朴線として成り立ってますかっていう話ではあるので、まあだから結局のところはでもやっぱ上、そうですね。茶目っ気を見せる。まあ占わないって言い出されたら困るので、占いたいは占いたいんですよね。占いたいですもんね。分かった。あなたの挑戦受けて立つよ。おう、占いフェーズに入った。
これは挑戦なんかじゃないわよ。でも、いえ、やっぱりあなたの言う通り、これは挑戦かもね。あなたの指示が得られたら、私はとても光栄に思う。だから、あなたが言っていない場所を教えるだけじゃなく、そこで、あなたが何を見つけるかも教える。あら、大胆ね。なんだか興奮するわ。私がデッキをシャッフルする間、その興奮に意識を集中させて。そして、あなたが初めて未踏の地を訪れた時に感じた感覚を思い出して。さあ、何が出るか。おお What will be watching? 月石の聖堂は悟りへの門を開く。宇宙の探索者は文明の意志を担う宇宙飛行士の正気の頃を目的と発見を生み出す。決意、正当性導き、発見、幸福、誘惑、無関心、停滞。まあ、正直なん土の部分もあか、るけど、うんはい。正直来るとは思ってましたね。ディスティニードロー、現実に欲しいこのシステム。ね。いや、それは本当に欲しい。私、手札事故の人間なので、すぐ手札が事故るんですよ。わーってなるんですけど、まあ、完全にこれは、新たなフェーズに行きますっていうか、うん、もうびっくりするぐらい、宙に舞うくらいのとんでもない何かを見つけるっていうことは言われてるかな。そうですよね。Watching はい。神の視点を得るとかだと思うので、はい。未知の場所。ね。木星の軌道上にある5番目と6番目の月の間にエベレストぐらいの大きさの自然形成された二重面体が存在する。なんだこれおお !20 メートル。私たちの銀河系で最も大きい2つの星の間の光を追跡すると50万年前に母性を失った月が新たに見つかる。あ、そうですね。月は衛星だから。うん。馬頭星雲の中を探索すれば、月石の青銅ほどの大きさがある巨大なベヒモスの頭蓋骨が発見できる。いや、これはこれで面白いけど、月が出てるのに、うん。月が出てるって失われた月を見つけるの方が合ってると思うので、私はもうこれが素直にはい読める。うん。はい。ということで、エアーを入れという素直な読みで。そうですね。エアーがなくてもこれが多分一番ふさわしいと思いました。そうですね。はい。私たちの銀河系で最も大きい2つの星の間の光を追跡すると、50万年前に母星を失った月が新たに見つかる。それ本当？私たちの銀河系はもう十分に探索されてるのよ。もちろん月のようなものを見落としている可能性がないわけじゃないけど。絶対に見つかるよ。間違いない。わかった。あなたの占いを信じましょう。これは良かったですね、カード的にも。うん。お、初めて出たかも。ビタースイートダンス。ナンパ船の神はあらゆる秘密に目を通す。バードダンサーのユニークな美しさは開拓されていなかった感情を解放する。壺から途絶えることのなく流れ続ける水は内面的欲望を体現する。対話、平和、憧れ、情熱、力。やっぱナンパ船でしょ。だから母星、行く先を失って灯台の光を見失ってナンパした船。はいはい。で、母星を失った月っていうところでやっぱ共通性があると思いますけど。ああ、なるほどですね。で、隠されてるでしょ確かこれ、ね、ナンパ船の下に。そうですね。巨大な何か、そう、知識が隠れてるとかなので、なんかこう、そう。なんかこう、まだ見つかっていない新たな文明を見つけるとか、そんな感じのことになるんじゃないかな。どちらもね、宙に浮いてるんですよ。そうですね。対になってるような感じはしますね。うんあなたはリンゴほどの大きさながら太陽と同じぐらいの力を秘めた得意な星を発見する。超新星。それは怖い。それは怖いな。念入りに調査すればブラックホールに失われた仲間の魔女が見つかる。あなたは暗黒物質でできたテレパシーが可能なタコと出会い、自分と許すことを教わる。なんだこれ。いや、仲間の魔女見つけてほしい気持ちはあるんですよ。そうですね。
ありだから God's Will Watching でしょ。うん。見てください。どっちもね、10っていうナンバーなんですよ。これは確実に共通点を感じ、で、しかも配置も見てほしいんですけど、やっぱ周りに飛んでいる何かがあって、で、中心にいるアルカナも飛んでるんですよ。はい。ただそこが、水があるかないか、空気と水なんですよね。はいはい。ここがすごく面白い。めっちゃ面白いな。なんだこれは。正直見つけてほしい仲間の魔女。絶対にもう出会えないって言ってたけど、そうですね。まあ、フォルトゥーナさんはそれをひっくり返す力は持ってるけど、でも、もう、あと2つの選択肢もう一回見せてもらっていいですか？あなたはこれはないです。はい。これはないですね。あれはない。あなたは暗黒物質でできたテレパシーが可能なタコと出会い、自分を許すことを教わる。正直これです。おそらく魔女一人を失ったことをめちゃめちゃ後悔しておられるんですよ。ああ、そうですよね。さっきの言い方だと。長じゃないって言ってるけど、やっぱり、なんだかんだ、責任を押し付けられているわけじゃないはずです。だとしても、やっぱり自分たちの知的好奇心ゆえに若い魔女を失ったっていう傷は絶対に負っているはずなんです。そうですね。だからやっぱり、だからテレパシーが可能なタコのテレパシーが、もしかするとその別時代に飛んだ魔女とのつなぎ、になる可能性がある。はい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 。かもしれないし、あなた自分のことを責めているけれど、そのブラックホール探索隊は、志願して集まったものであり、それぞれがもう、尊厳ある自分の意思で決定して参加を決めた者たちの集まりであり、だからこそ、それによって、まあ、犠牲ではないが、一生会えなくなってしまったとしても、それは、あなたの責任ではないっていうか、まあ、責任はあるかもしれないが、自分を許さなければ先に進めないっていうことを教わる、正直これだいぶ近いような気はします。ただな、会ってほしい。二度と会えないって言われてる人ともう一回会ってほしいなとも思うけど、だから結局今、囚われてるんだと思うんです、結局。そうですね。わざわざその話を最初にするってことは、後悔が深いんでしょうね。だから会いたいんだろうなと思ったら、フォルトゥーナさんは合わせてあげられるんですよ。これを言えば。そうですね。どうしよう。でも水いらない。でもそういう問題でもないんだよな。それはまあどうでもいいんじゃないですか。どっちにしろ水とね、エアーも一つしかないし、まああんまりは関係ない。正直、選択肢としては3番目がこのビタースイートダンスからは3番目の選択肢が一番合っているように思えます、のでどうしようかな、っていうところですかね。まあ占い師としての教授を通すのであれば3番目なんですけど、まあ、別時代に飛んだ若い魔女が持ち帰ってくるその別の時代の知識っていうものが発見になるというのももちろんあるでしょうけど、その失ったと思ったものをまた再びその手に取り戻せたっていうのが、見つかるというのが引っかかる。まあそれはそうですね。でもそれなら亡骸っていうでしょ。なんだろうな、ニュースで発見と保護で意味が違うみたいなのと一緒か。でも念入りに調査すれば、でも多分ね、念入りに調査すればって、いや念入りに調査してるはずなんですよ。さすがに。やっぱタコかな。いやまあそうですね。ただ本人のなんでしょうね。まあ確かに我々は未来を書き換えることができるけれども、やっぱりメナカさんの心の問題っていうことを考えると、やっぱりタコのがなんでタコなのかよくわかんないけど、っていうことなんですかね。このカードは。やっぱそうですね。なんか
やっぱ親和生物ってなんか触手があるイメージ、触手というかなんかまあ、ね、うにゃにゃーんってなってる感じがするけど、そうですね。またビシャビシャのスカーレッタ。はい、とんでもないですね。はい我々、ほんとずっとビシャビシャで、その上から土があってドロドロになるっていう。泥だーってなっちゃうっていうね。はい。なるほどね。あなたは暗黒物質でできたテレパシーが可能なタコと出会い、自分を許すことを教わる。いいわね。そして金色のイルカの群れに加わって、虹の周りをダンスするってのはどう？あ？え？あなたの作り話に付き合ってみたんだけど。そうじゃなくて、これは本当に起きることなの。また、そんなわけないでしょ。宇宙が驚きに溢れてるってことは、あなたが一番よく知っているはずでしょ。じゃあ、本気も本気ってわけ？そうよ。なら興味深いけど、ちょっと怖くもあるわね。ただその、イルカとダンスで、ビタースイートダンスああ、にそうですね。絵柄に沿ったものだ。だったので、今のセリフめっちゃビビったんですけど。やっぱりこれをなんか導いてるのかなっていう感じはしますが。いや、なんかいつも我々、ゲームのシステムがすごいだけなのかもしれないですけど、割と我々が作るカードって、その時その時にすごく、当てはまったものが出てくるので、ちょっとビビってるんですよね。なんか、面白いな。はあ、あなたの力、全く驚くべきものだわ。左側が1個空いてたので、もしかすると選択肢によってはもう1枚引いたのかもしれない。そうですね。だから、ビタースイートダンスはそこまで強いカードじゃないから3選択肢だったけど、もしかしたらリスとか出てたら何かあったかもしれないですね。とか宇宙のは引いてたら、ね、無限のパターンがあったし。まあ、ただそのビタースイートダンスはぴったり、何より、やっぱメナカさんが己を許すことができないとは思わないですけど、やっぱり責任感は強いっていうか、まあだからこそ、ね、長っていうか隊長として、愛されている、愛されているから答えたいって思っちゃうっていう方だと思うので、まあ、暗黒物質、ダークマターでできたタコちゃんに、ちょっと、いろいろ教わってるといいかな、と思いますね。すぐに探検に出発することにする。報告を楽しみに待ってるね。ええ、期待していて。私の相手をしてくれてありがとう。いやー、メナカさんとグレーテさん、メロい。あと、そう。あと、お姉ちゃんもめちゃめちゃメロい。ですよね。ただ私最近メロいって言葉の概念をやっと理解できた感じのタイプなので。で、サイプレッサさんに動きがあるの？マジか。本当だ。ちょっと心配な動きがある。サイプレッサが支持を集めるために、エイダーナの遺体を引き連れて各地を回っているんだ。しばらく悩んでたけど、やっぱり手元に残したいから、てかでも偶像崇拝じゃん。あなた、エイダーナさんの愛する、その体に、なんか、でもな、やっぱね、巡礼状態。でもね、やっぱね、感情っていうのは、時にその人らしからぬ行動を誘発することもあるのですが、まあだから冷静さを失ってるのも事実だと思いますよ。突然失っちゃったし。で、最後に、まあ、自分が流刑に処してるからとはいえ、そう、フォルトゥーナに最後に会いに来てくれたのに自分のとこには来てくれなかったんだっていう悔しさとか、あるんだろうけど、やっぱちょっと
アイドル偶像崇拝をするその動きはやっぱちょっと不健全というか、サイプレスさんが自称しているようにも思えるメンタルセルフ DV みたいな感覚ちょっと心配ですね。自分で自分のことをそう傷つけているようにも見えるので、これはだからサイプレッサさんを打ち負かしたいんじゃなくて救って差し上げたいんですよ。まあ救えるようなリーディングができたからね、前回、すごくあそこすごくやっぱ胸がだいぶうってくる展開でしたよね。だからやっぱちょっとサイプレッサさんが単なる悪役っていうか、まあなんだろうな、雑魚ではないっていうか、中ボスとも言えない。まあジャスミンさんの動きもまあひどかったけど、サイプレッサさんだいぶだからちょっとこれをするっていうことはやっぱだいぶ追い詰められてるんだなっては思う。そうですね。エイダーナとサイプレッサの関係の長さゆえか、遺体はサイプレッサの言うことすべてを肯定している。ねえ、愛する人を操り人形にしてあなたの心は大丈夫？すごい心配。選挙戦とか関係ない。本当に心配。辛くない？大丈夫？大丈夫なのかな。まあでもどんな形でもそばにいてくれれば幸せって言うかもしれない。だからまあ愛は人によって形が違うけれど、まあだからといってそれはDV とかを支配を肯定するものではないっていうのはね、昨日もたくさんお話しさせていただきましたが、なんかこれはすごくまあだから今は満たされてるかもしれないですよ、サイプレスさん。もしかするとまあドーパミンとかアドレナリンいっぱい出てるかもしれないですけど、本当は分かってると思うんです。いつか終わりがあるって。だからなんだろう、一緒に死にたいって感じなのかな。一緒に仕留めてくれって感じ。辛いな。それによってエイダーナはある種の神秘的な助言者としておくという考えに信憑性が生まれてるんだ。なんとかする必要があるね。翡翠の匠の難民を古文に招き入れたって？そいつはちょっと微妙だね。選挙戦の最中にやることとしては。古文に所属した者には誰であれ投票権が与えられる。そして彼女たちは当然あんたに投票するだろう。他の魔女にはよく思われないだろうね。逆にマイナスになっちゃうのか。パフォーマンスと思われる可能性なのか、100% 善意っていうか、人道的なことをしてるのにパフォーマンス扱いされていると。だからあれでしょ、被災地の炊き出しに行ってる著名人に売名とか偽善をつって言ってるって感じでしょ。いやもうでも私別に売名でいいと思いますよ。善行正しい行いをして名前を売るって素敵じゃないですか。だから別に売名結構っては思いますけど、ただサイプレスさんがぐっと上がっちゃったのでやっぱ保守的なジャスミンさんのとこから抜けてるんですね。そうですね。ダリアさんのとこからも少しは救いだけど、うちからは20が抜けてるのか、ちょっとやっぱ怖いな、ひっくり返ると。でも私に投票する必要はないって言ったよ。そしてまた変わったな、比率が。やばいな。何やばいこと言ってんの。あんたに命を救われたんだ。投票するに決まってるだろう。まあ確かにそれはそうすごく恩義を感じてるから、それはそうですね。逆にもっとであとシビアなこと考えると、自分を受け入れてくれってフォルトゥーナ陣営以外がトップに立った場合追い出されるかもしれないでしょ。そうですね、最悪の場合。だから、そうなので恩義のために投票じゃなく、自分たちの保身のために投票という、もうだからどっちにしても、フォルトゥーナさんが応援しているダリアさんに入れなきゃいけないっていう思い込みというか、まあそうしたいっていう気持ちが果たしてじゃあどこからその感情湧いてきてますかって言った時に、保身だとか恐怖だとかもう
あるかもしれないっていうところを考えると、違うけど、でも受け入れない選択肢はないでしょう。ちょっとここでだから苦しくなったけど、でもこれは、これはでも乗り越えられるはずなので、だからあと、決闘とか言っちゃったので、ダリアさんがそれで負けなければいいんですけど、戦士の票が変わってないかだけ見せていただけますか？今ちょっとフォルトゥーナさんのセリフがまだ続いてます。はい。でもじゃない。こいつは他の魔女たちの怒りを買っても文句は言えないよ。ごめんなさい。これはこれとして進むしかないね。なんだかんだあんたが参謀してくれって言ってるけど、戦士のパトリスさんが一部がダリアとサイプレッサに、ダリアじゃない、サイプレッサとジャスミンに寝返っている。これ、だから結局その戦士と、だからこう投票工作、票集めに見えたんだったら、それは誇り高き戦士はブレるでしょうね。ダリアさん帰ってきたら戦士のとこに行っていただかないとダメですね。そうですね。そして生産者は相変わらずジャスミンさん強いし、新入りが半分サイプレッサに行っちゃったのか。で、探検家も今のところ影響はない。はい。で、学者がサイプレッサ対ジャスミンの感じ。預言者は、ジャスミンさんが一番上か。よくわかんない。だから、ダリアさん側のフォルトゥーナさんと、サイプレッサさん側のエイダーナさんとで票を二分食い合ったって考えたら、妥当じゃないですか。そうですね。だからやっぱ1対1対1の構図で、やっぱだから漁夫の利を得てるって感じですかね。だから戦士の絆はだから逆にやっぱ裏切ったなダリアってなった時にはもう戻ってこないかもしれない。勘違いを解けるかと言われると強行だと思うので、なかなか難しい。で生産者もだいぶサイプレッサさんにまた取られちゃったので。でも生産者さん、そっか、多分パトリスさんの話聞いてないから、それで少し動くかもしれない。今ちょっと話しかけてみますか。はい。生産者たちとの会合はうまくいったと思う。みんなジャスミンのことが大好きだけど、それでも何人かの支持は獲得できた。パトリスさんすごい。ジャスミン派を奪った。いやだからね、パトリスさんは多分どこ行っても大丈夫なんですよ。ただ戦士コミュニティだけはダリアさんが自分で行かないとダメですね。ダメですね。それじゃあ。ちょっと待ってください。ごめんなさい。クリックしちゃった。まだ何でもないでいけるよな。ごめんなさい。ちょっと考えた方がいいですね。どこに行くか。でも生産者結局逆転はしてないのか。古文全体ではこうなってるけれども、はい。カイヤさんに行ってもらってるので、そうですね、生産者カイヤさんの期間待ちですね。そうですね。で、ダリアさんが帰ってき次第、あなたは決闘とか言わないで、とりあえず戦士のとこ行きなさいって言ってください。そうですね。探検家は多分今お帰りになられたので、ちょっと次多分どなたかが帰ってきた時に動きがある可能性がある。で、学者だから預言者をどうするか。サイプレスで預言者でもこのなんだろう、よくわかんないオーブの人って予言系の人じゃなかったでしたっけ？いやでもとりあえず巡礼者さんがいるので、預言者は来てるので、巡礼者さんと動いてどうなるかな。そうですね。学者となるとやっぱ学者をもわかんないな。お姉ちゃんはだいぶ学者相手に強いので、ただちょっと新入りでだいぶ動いたのが辛いな。新入りさんのとこにだからお姉ちゃん行くと萎縮しちゃうかな。そうなんですかね。新入りさんはカイヤさんに行ってもらった方がいい気がする。やっぱ新入りと生産者を多分カイヤさんに行ったり来たりしていただくしかないのかな。で戦士のところに行った後動きを見つつ
またダリアさんは新入りにも迎え入れられるので、まあ新入りにもそうですねダリアさんに行ってもらうって感じなので、そうですね。とりあえず今お姉ちゃんじゃないといけないところってどこかっていうと、多分学者と学者です。預言者は果たしてうちの妹はすごいんだよって言って売り込んできてくれるといいんですけど、ただちょっととりあえず学者かな。学者ですかね。じゃあ学者に行ってもらいますか。サイプレッサーになびいてる人たちをちょっと、まあ、巡礼者さんはもうもう一度味方になってくれないかもしれないので、はい。まちょっともうた一回巡礼者さんでも預言者なので、ああ、そっか。なので巡礼者さんのうん、動きを見て、お姉ちゃんが帰ってきた後、ちょっと預言者お姉ちゃんちょっとおなしゃーすっていうそうですね。感じかな。うん協力者ごめんなさい。今、風花さん、ちょっとそれ、ネットミームだと思いますけど、それ確か、やばいやつなんで、あまり言わない方が。どれですか？いや、お願いしますのことを省略して今は言いませんでした。言ってない。私の勘違い。ああ、はい。割と部活で、バスケ部とかでもうん。略すんですけど、ああ、そうなんだ。なるほど、よくないんですね。いやじゃあやめでも多分そうですね。ておこうかな言わない方がいい気がする。ごめんなさい。あ私わかりましたもあれでしたけど、はい。ちょっと過敏すぎたかもしれないですけど、いやいや、うん。そう、バスケの、てか体育会系ってみんなそうなんですよ。おはようございますが、なんですよ。そうですね。で、お疲れ様です。頑張ったりしますお疲れ様ですで、お願いし、コートに入る前にバスケ、私が出た分にはお願いしますって言って入ってくるんですよ。お願いしますみたいな感じで、こう、それだったらまあね、わかるんですけど。だけど、でもここまで説明しないと、って思われるのであれば、やっぱ使わない方がいいですね。気をつけます。すみません、はいありがとうございます。とんでもないです。ということで、パトリスさんにはすいません、ちょっと話があれしまいましたけど、学者に行ってもらった方がいいかな。はい。そうですね。はい。問題点指摘とかの方がいいのかな、どうなんだろう。でもまあ、でも学者に。それは最終盤でやるとしたらっていう感じでいいんじゃないですかね。はい。あんまりやっぱりネガティブ的なイメージでやんない方がいいっていう方針で今のところうまくいってるけど、そうですね。まあ向こうの攻撃が結構激しいので、いろいろありますけど、はい。そうですね。やっぱ党首討論で相手の公約っていうか言ってることのあらをつくっていうのは正しいけど、やっぱそうですね。こういう時にあいつらはこういうところがこうだからっていうよりかは、うちがいいところはっていう方がいいですよね。はい。分かって、やってみる。数サイクル後に戻ってくるよ。はい。ということで、我々の天敵というか、巡礼者さんとまた対決しなきゃいけないかな。そうですね。お迎えしますか？そうですね。どうなんだろう。順番的に、でも先に、この中で一番先に来てたのって多分巡礼者さんですよね。そうですね。上のその手紙みたいなやつは、あれですっけ？なんかこれがちょっとわかんないんですよね。これが最後昨日じらっと見たんですけど、フォルトゥーナ大丈夫、しっかりして目を開けて死なないでお願いという。なんかちょっとそうですよ、性質が違いますね。だからこれ何か、もしかすると、話がぐっとこれ、もし最悪選挙が終わるとか、そういうなんか展開になりかねないので、そうなったらその時で決着しかねないから、どういう展開になるかわかんないので、ちょっとこれ、後にしておきたいんですよね。考えてたんですけど。そうですね。じゃあやめときましょう。そうですね。はい、差出に書かれてないから。そうなんですよね。今思ったけど、もしかすると、だから、海に向かって歩いていったフォルトゥーナさんの体をパトリスさんが見つけられた次元の可能性があるのかなと思って。そうなのかな。わかんないですけど。はい。とりあえずは。城之内ではお願い、城之内今あんたが負けたら、舞さんとの約束はどうなっちゃうのね、本当に。はい。ということで、我々は共に道を歩むのか、異なる道を行くのか、今こそ決めるべきだという巡礼者さんをお呼びしてみましょう。はい。一緒に行こうよ。別々のことをしてても一緒の道って歩めるでしょ。なんか。はい。って思うけどな。頑張るぞ。はい。頑張りましょう。そなたは指示する対象を間違えた。一言目からそれかい。挨拶は
挨拶しようよ。いや、2回目だからまああれなんですけど、あれ、純電車さん前回出てきたの何回目の実況でした？ 5 回ですよね、確か。ガイアさんと同じ時だから。かな。すいません、皆さん、純電車さんを知りたい人はアーカイブを参照してください。だいぶ喧嘩していたので。はい。挨拶もなしにいきなりそれ？エイダーナの相対の扱いもそうだが、ナイーブにも程があるダリアの方針を支持するとは。そなたの判断力を見誤っていたようだ。あなたが私たちの方針を好かないのは残念だけど、どんな子分で暮らしたいかを決めるのはみんなだから。私は全力でそなたの勝利を阻止する。はぁ？随分と挑戦的じゃない。宣戦布告しにわざわざここに来たってわけ？そうだ。なるほど。まず学者グループの魔女から票を得るのは諦めた方が良いだろう。そして他のグループに対しても同様に働きかけるつもりだ。まあ脅迫はありえないとして、どうなんだろう。この野郎好きにしろって言ってやりたいとこですけど、ただあまりにこの人突き放すと、なんか逆にずっとネガキャンされまくるのも怖いですよね。でもなんか、でもだからといって妥協点って言ってもないって、だったらやっぱちょっと正面から殴り合うしかないんですが。でもあれですよね、巡礼者さんの秘密って、いろんな人が使ってる運命の司でしたっけ？運命の司の開発者が自分で、それからいろいろ情報を収集してるんでしょ？ AI じゃん。そう。AI 生成みたいなことで、パランティアみたいなことをこっそりやっているという、ダメだろっていう感じのことを、まあでも前回の、そうですね、ありがとうございます。第5回です。第5回の配信ではその秘密に関しては、まあばらさないということで、まあカードの解体とかね、できるようにしていただいたということで、まあある程度妥協したと思うんですけど、なんかね、すげえ強気だな、随分。こっちに秘密を握られているのに腹立つなーっていう感じはありますけど。はい。だから信頼してるくせに、なんか、見誤っていたとかわけわかんないこと言ってくるから、ちょっとわけわかんないんですけど。今手元にカードないんだった。そうだな、でも妥協点多分探す気ないでしょ。で、私たちは恐れないって言って、まあ、売り言葉に買い言葉になっちゃって、そのままさよならって帰っちゃわれたら困るけど、脅迫は絶対しちゃいけないので、しないでしょ。まあ、もちろんでもね、やってることがね、秘密裏の情報収集なので、悪質なので、本来であればでもそうですね。それはでも、脅迫じゃなくて、最低期間に申し上げますって言って、ね、言いに行かないといけないので、脅迫するのはやっぱ筋違いなので、妥協点？まあ、とりあえずなんか、占い師は妥協点を探すのも仕事の一つなんですよね。ああ、なるほど。理想と現実の、乖離が激しい時に、じゃあ、もちろん理想に向かって頑張るけど、今この時の苦しみをどうすればいいかみたいな時に、じゃあとりあえずの妥協点というか、ここまでなら、まあ交渉の余地としてはやっぱあれですけど、ただその巡礼者さんが話をするタイプかっていうとしないじゃないですか。だからどっちがいいんだろうなみたいなところがちょっとわかんない。でも上の選択肢選んでさらばだっつっていきなりなんかね、サイプレッサさんの味方しだしたら、それはちょっと厳しいなっていう、正直ゲーム的なあれもありますけど、だから妥協点を探すって言って、まあとりあえず占ってくれないかみたいなぐらいの話にした方がいいんですかね、とりあえずは。でも巡礼者さんはジャスミンさん推しでしょ。サイプレッサさんが結局サイプレッサさんがエイダーナさんのご遺体をそうだ、保存してるから、ごめんなさい、そうですね。
で、巡礼者さんは食べたいんですよ。そうですね。食し己てのパワーをアップしたいっていう。そうパワーアップして、うんさらに自分のその知的好奇心とか欲求の探求をしたいんですけど、うんだからやっぱりもうもう根源からして我々とこう相入れないんですが入れないんで、まあ妥協点あんまりないんだけど、まあとりあえずでもやっぱ聞いてはみます妥か。協点探しますか。はい。お互いの妥協点を探すことはできないの？できない。人が悩んでるのにさ、いや。いやまあ多分できないって言うだろうなって思ってたし、私たちは恐れないって言ってもそういう問題ではない。はい。お前たちがどう思おうと関係ないって多分言うんだろうなってとこですけど、ちょっとさミスったかな選択肢。でも分かんないよな。でもこれはどうしようもないっいすよ、正直。まあ、脅迫以外だったらだってこういう反応になる可能性高いので。なんかな。投票日にまた会おう。ああ、去ってっちゃった。終わっちゃった。まあ、しょうがないですね。もう不可抗力だ。はい。まあ、巡礼者さんがどれだけやってくるかわかんないけど、まあ、ちょっとね、仕方がないですね、これは。はい。脅迫は絶対できないので、多分脅迫するしかなかったんじゃないかと思うんですよね。流れ的には。どうなんだろうな。じゃあ、私たちは、恐れないの方が、その顔もいつまでも、その虚勢もいつまで持つかな、またまあ、どっちにしたって変えられそうだな。そうですね。いや、わかんない。もう、そうね。まあ、彼女についてたらればは、は諦めるしかないでしょう。ということで、ポジティブな報告を少し聞かせてほしい。はい。ということで、はい。カイヤさん聞いてみましょう。会う前はすごく緊張してたんだけど、生産者の魔女たちは温かく迎え入れてくれたよ。私も生産者の、これ一緒かな？セリフは一緒なんですね。まあだから、じゃあそれにくら替えするよう説得されたけれども、私は負けなかったと。多少戻しましたね。多少戻ったという感じなのかな。はい。ありがとうございます。そしてダリアさんはどうなんだ？ダリアさんの方が気になるんだけど。思った通りよ。私に決闘を申し込む魔女は誰もいなかった。完璧ね。これで私が古文最強の魔女であることが確定した。嘘、これでダリアさん伸びるんだ。っていうか、すげえ。これ特別なイベントになってますね。そうですね。まあだから多分何かしらの条件を満たしてないと現れないイベントだったってことですね。まあ多分、まあ占いで、フォルトゥーナさんの占いによって起こった特別イベントって感じでしょうけど。はい。まあそりゃね、あなたに今このタイミングで挑戦する人はいないと思いますけど、それをで今日普通に伸びるんかいっていう。いやでも、戦士層が戻ってきたのかな。かもしれない。ちょっと見てみましょう。はい。この事実を生かして、さらなる支持を獲得しましょう。で、あとはやっぱ、でもね、本当だ。戦士が全部戻った。何もする必要なかった。まあでも、やっぱ心配は当たってたんだ。やっぱり、このイベントを、だから、リーディングをしてなくて、分かった、じゃあ仕方がないからやめるって言ってた場合、多分ダリアさんは戦士の支持を全部失う可能性があるんですね。いやー。そうか。で、ただ、戦士は、やっぱりあなたは私たちの知ってるダリアだわ。やっぱりダリアがナンバーワン、ダリアイズナンバーワンって言って、イエーって感じで多分絆を取り戻したんでしょうけど、ただ、他の方々にとって、その、ダリアさんの振る舞いが恐怖政治となっていないか、ちょっと、まあ生産者もかなり来てくれてはいるけど、どうなんだろうな。探検家もでもこっちにかなりなびいてますね。ということは、はい。そうですね。メナカさん来てますね、また。メナカさん。メナカさん。はい。なので、おそらく、あるんでしょうね。
メナカさんからでしょうけど。で、学者指示が今んとこあれだけど、お姉ちゃんが帰ってきた時にどう動くかですね。というか、巡礼者さんの巡礼動き者さんが言が怖いってたしですね。そして預で言者もあと預言者。預言者か。まあでも、新入りを100にできる方法があるって分かってる。まあ多分、カイヤさんとダリアさんが陣営だから、新入りに対しての、なんでしょうね。そうのですね。評価がいいアピールので、そうですね。うん。まあでも、選手が戻ってこなかったらダリアさんに行ってもらわなきゃって思ってたけど、まあ大丈夫そうですね。そうですね。どうしようかな。まあでも、新入りにダリアさんで、カイヤさんはやっぱちょっと生産者に行っていただくしかないかな。そうですね。あしつこく言ってもらうしかないかな。今回あまり動かなかったけど、まあ、これ以上協力者探してもちょっとあれな気がするんで、まだ全部皆さんと話せてないので、はい。ということで、カイヤさんには引き続き生産者にアピールしてもらいましょう。そうですね。はい。ましょうかと。いうことでよろいしく。いね。うん。そして、新入りかな。ダリアさんには新入りですよね。新入り。若い魔女か。赤い魔女。宣伝の時間ね、任せといて。はい。さて、ということで、メナカさんはおお見つけた。ということは、やっぱり何かしら新たな月を見つけたのか。じゃあ冒険、ちょっと一旦受け入れて、冒険者がどのぐらい動くかをもう一回見ないとなので。そうですね。フォルトゥーナ見つけたわ。本当にあったの。あなたの力本物。ぜひ会ってお話をしましょうということで。メナカさん、ここで読みますか？騙してるみたいでしんどいけど、ちょっと怖いけど、ただね、嘘じゃないんです。そうですね。フォルトゥーナさんは自分が引いたカードから読み取れる解釈を選んでるだけなので、恣意的っち恣意的だけど、ガッチガチに恣意的かっつうとそうじゃないんですよ。あくまでカードが出てきてくれないとその言葉は出せないので。そうですね。しかも今回我々ですけど、まあ見つけるじゃなくて、魔女の方を見つけるじゃなくてタコの方を選んでますから、まあ、カードの解釈にはね、ちゃんと風花さんのおっしゃる通り、誠実に向き合ってるはずなので、はい。ということで、メナカさんの結果報告を聞いてみますか。そうですね。展開が早いな。背中に背負ってるなんか。あれで飛ぶんだ。なんか分岐あれで乗ってるんだ。認める。あなたの力は本物だわ。疑うような態度を取ったこと許してちょうだい。母性がいなくなった場所にそれはポツンとあり、ゆっくりと回転していた。発見され、名付けられるには小さすぎ、地味すぎる。けれど。でも、新しい場所であることに変わりはない。私はあなたへの敬意を示すために、それをフォルトゥーナと名付けた。おお、星の名前になった。実際に多分小惑星フォルトゥーナはあるかもしれないです。そうですね。なんかありそうですよね。小惑星って、発見者とかにちなんだ名前とか。大体最初ギリシャ神話の女神の名前縛りだったんです、ずっと。そうなんだ。そうなんです。一番最初に見つけられたケレスがチボ神でして。で、だからパラスもパラスアテナ。で、アストライア、私の名前の由来にもなってる星乙女アストライアと、ジュノー。これはヘラですね。ギリシャ神話のゼウスの正妻ですけど。で、逆、なので、ペルセポネもあるんですけど、いろんなね、デメテルも多分あるかな。別の名前、ローマ神話とギリシャ神話の名前がどっちもついてるみたいな。だから、ユースティティアとアストライアって、どっちも正義の女神で同一視されてるんですね。けど、それぞれあるんですよ。っていう感じで、最初ずっと女神の縛りだったんですけど、途中でケンタウルス族っていう小惑星のなんかグループが出てきて、それは全部ケンタウロスの名前がついてる
んですね。へ多分それが小惑星キロンかな、キロンぐらいからなんか多分始まってると思うんですけど、ケンタウルス族っていうところがあって、なのでそのあたりぐらいから女神縛りじゃなくなったんですよ。なので最初の方に発見された小惑星大体全部ギリシャ神話とローマ神話の女神の名前ばっかり並んでて、あとはそのだから発見者の名前がついてたりとか、なんかそのちなんで付けられたりとかはあるんですけど、大体最初全部女神の名前がついてます。はい、ありがとうございます。あ、実際小惑星フォルトゥーナあるんだ。へえ。あーですよね、ありますよね。そう、フォルトゥーナはそう運命の女神なので。はいはいはい。うわー、なんかそれに思えちゃうとちょっとでもなんかロマンですよね。はい。だから天体面白いんだよな。いいですよね。私たちの発見を報告するために去ろうとしたとき、私の心に聞いたこともない言葉が響いた。でもそれは私の思考ではなかった。それは魔女の目でなければ、そして自らの正気を捨てなければ認めることは不可能な存在だ。まあ幻聴というか何かこう導きじゃなくて、何かこう自分が疲れてるから何か聞こえてるのかなみたいな感じだったのかもしれないですね。あー、タコあ、ここでタコとつながるんだ。タコが教えてくれたの？いや、なるほど。私そういう流れだと思ってました。さっきのセリフ読んで。いや、だからやっぱカードが、だから2枚ともつながる。やっぱつながる、すげえな。まあやっぱりつながるんだなと思ってたんで。そう。カードの解釈的に。カードリーディングはこれが面白いけど、ゲームの中でもつながるのか。面白いな。すごいですね。暗黒物質でできたタコが私の心に思念を送ってきていたの。それはネビュラ語で話し、その言葉は分解されたポエムのようでもあった。ネビュラ語？もしかしてそこのふにゃふにゃしてるやつネビュラ語だったりします？どうなんだろう。どうなんだろう。てかやっぱネビュラ語を理解できるというメナカさん、やはり博識ですね。まあ探検家は知識がないとやれないってのはやれないんですけど。まあ、ダークマターのタコっていうと確かになんかクトゥルーに出てきそうだなっていうよくわかんないあれを思い浮かべますけど、まあ邪悪な存在ではなかったようで今回は良かったですけど。良かったですね、はい、本当に。はい。あなたは正しかった。それは私の心の中に存在する悪魔をのためてくれた。私はその存在に礼を言ってそこを去った。はあ、私もその場にいたかったな。あなたはすごいわ、フォルトゥーナ。このような力はかつて体験したことがなかった。それはどうも。これまでも探索を助けてもらうために預言者の協力を得たことはあった。けれど、あなたの力は完全に別物。数世紀前に私は特別な太陽計儀を作ったの。これは私たちが踏破した空間を常にスキャンし続け、変化があればそれを取り込んで反映するようにできている。いいな、それ欲しい。ちょうだい。めっちゃすごいアイテム持ってますね。見たい。天体見たい。いいな。小惑星の正確な位置までね。だから、あなたのこの可愛い星もちゃんと描かれてる。これらの事実が示唆するのは、私の太陽計儀が故障しているか、あるいは、あなたが示した場所は、私たちが出会う以前、存在していなかったということ。やっぱり鋭い。鋭いですね。やっぱり鋭い。バレてますね。はい。まあでもそれが、フォルトゥーナさんが悪いことしたかちょっとしてない。まあ、占っただけですからね。自分の力を使っただけだから。まあ、ただ、クロノトリガーってあるじゃないですか。はい。あなたたちが歴史を変えるということは、その変えられた歴史の変えられる前の歴史で、生まれるはずだった命たちが消えているっていうこと。いつかその消えた命たちが私たちに復讐しに来るかもしれないけれど、それは受け入れなきゃいけないっていうルッカの言葉かなんかが多分クロノクロスとかに続くあれとかであるらしいんですけれど。まあそれ考えると確かに改変能力の反動は怖いですね。
まあ、それはでもね、確かに思う。なんかクロノトリガーを知ってると、その、歴史を変える重みがわかるんですけど、まあドラえもんもそうですよね。あそこは確か平行世界がないので。そうですね。ドラゴンボールは平行世界だらけなので、たとえこの時空で悟空が、フリーザに勝ってても、フリーザに負けちゃった次元とかも下手するとあるので、はい。まあ実際トランクスの、未来トランクスくんがいた未来の世界は現代の悟空を助けることで変わったかというと変わらなかったし、結局トランクスくん自身がね、取り戻さなきゃいけなかったっていう感じだったりするので、だから、歴史改変とかもそういうふうに、一筋しかないって思うか、平行世界に広がっていくか、マルチバースで考えるかっていうことで多分変わると思うんですけど、でもやっぱりそこに着眼点ピシッと見つけられちゃうメナカさん。やっぱ自分の知識をなんちゅう、謙虚ながら、私は何でも知ってるっていうわけではないけど、己の知識はしっかり持っておられる、把握しておられるんだなっていう。やっぱちょっと底知れなさを感じますよね。この軽やかさとか、お優しさに反する、なんか鋭さもある。なぁと思って。すごいな。あなたがしているのは本当にただの占い？これは、多分もう見透かされてるので。正直に言った方がいいですよね、多分。仕方がないっていうか、やってしまってるから。まあ、ただ多分何をしたとしても、いつかこうなるんですよ。そうですね。で、隠してたわけじゃない。聞かれなかったから言わなかっただけっていうだけの話だし、この力の性質を隠しておくことは大事なんですよ。エイダンヌさんの肩を持つわけではないですが、フォルトゥーナさんにすがって己の未来とか、苦しい過去、例えば愛する何かを失ってしまった過去を変えてくれって言いに来る人もいるかもしれないから、ノンアルタカが爪を隠すのは無用な争いを避けるためでもあるっていうところではあるんですけど、今ここで気づいた方にはきちんと話をしておかないと逆に利用されたり、弱みとなってしまったり、不和とか、己の信頼を落としかねないので、やっぱメナカさんには明かすべきですね。思います。あなたの直感は間違ってない。私は最近、自分がカードを使ってやっていることが占いではないことを知った。私は現実を変えているの。なんですって。でも、そんなことができてしまったら。私も何度も考えてる。問題は、私はあなたのような存在を畏怖するべきなのか、信奉するべきなのかということ。一番下。はい。どちらでもない。ただの友達になろう。それが一番かもね。あなたはきっと膨大な責任を肩に背負って苦しんでいることでしょう。かわいそう。なんか自己投影してるように見えませんか？そうですね。メナカさんの責任感の強さとか、まあメナカさんもメナカさんで特殊な力を持ってる魔女だから、何かしら思うところはあったのかもしれないですね。やっぱなんだろう、やっぱ探検家仲間から、一心に信頼を得ているっていうことって、自信にもなるけど同時に恐怖で枷にもなるんですよね。だからやっぱりそうやってあなたの肩にかかる期待が、だから無意識だとしても、意識的だとしても分かるっていうのは欺瞞でも何でもなく事実だろうなって思う。心配しないで。私が力を貸すから。ありがとう。もしよければ、あなたのこの力、もう少しテストしてみたい。探検家。
あまり要求が続くようなら、料金をいただこうかな。今度のは単純なお願いよ。これが何だかわかる？なんだこれ。これタコじゃないですか？違う？いやでもやっぱりこれちゃんとメナカさんに誠実に対応したからこそ手に入るオブジェクトじゃないですか。なのかなと思う。うん。うん。それは大魔女カダミエの遺体が彼女の子分によって宇宙に散布された後に残されたもの。これは長い間私たちの子分の手元にあり、何千年経ってもその謎の解明はほとんど進んでいない。でも探検家が気になるの、学者の方が気になるんじゃないの？でもこういうのって。でもただ探検家が気になるのも未知への興味という点では、探検家と学者って本当は似てるはずなんですよ。そうですね。同じ。お互いにお互いを補完し合う関係のはずなので、って思うんだけどな。だからもう巡礼者さんさ、もうちょっとお話ししようよ。ねえ。でやっぱ散布されたということがどれだけ大きなことかっていう。まあでも結局散布されても、その散布された一かけらをどこかの古文で祭り上げられてしまったら、っていう話がなんか散らばったドラゴンボールみたいになっちゃうのかな。まああれはでも7つ集めないと意味がないですけど。まあそれでも多分やっぱ私はダリアさんの意見を推しますよ。少しでも苦しんでいるというか、調整したい方への道、やっぱ開かれてる方がいい。どうあがいても地球で生きるのが辛すぎる人っているんですよ。そうですね。だからなんか生きられる場所があるのであればそれでもいいかなって思うんですけど、今私たちが生きている現実でそれを言い出すとカルト宗教なんですけど、こういう、フィクションの中でそれを夢見たりとか思うのっていうのは自由かなって思うので、なのでたくさん魔女になってそれこそカイヤさんを見ているので、ペッパーマンサーカイヤを見ているので、やはり地球の概念では救われない残念なことにね、まあ倫理とか社会の成熟度がちゃんと増していけばね変わるんでしょうけれど、やっぱまだデッドネームで呼ぶとか同性婚もできないし、その性を元に戻したい、本来あるべき姿になりたいっていうことを妨害されたりなんか罵倒されたりする社会っていうところを見てると、フィクションの中でぐらい救われていいじゃないって思う。そうですね。まあもちろん現実で救われるようには力尽くしますよ。はい。それはちゃんと宣言しておきます。はい。驚いた。これがキャダミアのアーティファクトであるということを知っている魔女はそう多くないというのに。キャダミアになってる。まあいいや。どっちなので、それを私に開けさせて、どうなるかテストしたいってこと？いえ、そんなのは身勝手すぎる要求よ。そう、ここわきまえられる人じゃないと探検家やっちゃいけないっていうのは、でも、この間、もう数十分前に話したな。そうですね。でもこれに関しては、ずっと頭を悩ませているの。だからあなたの、占いを使って、この正体を知る手がかりを得たい。いや、見返りとかいらないよ。そうですね。普通にやってみればいいような気がします。はい。一緒にだって知りたい、我々も知りたいじゃないですか。そうですね。何が生み出されるのか。やっぱまあでもご遺体なのであれなんですけど、まあ魔女界の倫理なので若干なんかこう多分視点が違うので、我々とね、っていうところではあるので、結局この大魔女の遺体のかけらをめぐって戦争とかが勃発しようもんなら意味がないので、やっぱ解明するって無害化するってことだと思うんですよ。はいはい。私的に。なんか昔は不治の病だったものも解明されて、今だったら治せる病になってたりするでしょ。結核とかそうですけど。なのでやっぱり知るっていうのって、まあだから大事だなっていうのはすごく今思いました。
はい。わかった。やってみるね。あなたがこの謎を解明できるように、デッキにお願いしてみる。ええ、頼むわ。このアーティファクトの未来、見てみましょう。これについて分かったことに意識を集中させて。これの研究に費やした長い時間を思い出して。だからあくまでやっぱりフォルトゥーナさんが、引き寄せたりとか書くってことができるとしても、はい。やっぱりその相談者が積み重ねてきたものがなかったら、うんうん。書き換えられないんだと思うんですよ。そうですね。だからなんかやっぱこう、無責任にそういうことしてるわけじゃないけど、それを知った周りの人たちがどう動いてくるかわからないので、はい。っていうところかな。そして黄金の難民が出ました。黄金の難民、宇宙の起源のことが知れるんじゃないんですか。カノンですかね。で、あと、対話喋れるのかな。どうなんでしょう。ちょっとそれを置いてみますか。不吉。鹿の民の歌集を研究し、彼女たちの文化に溶け込めば、じきにあなたはこの謎を解くための魔法のひらめきを得るだろう。あなたは最高位の裁定者の助けを必要とする。彼女が所持している機密情報によってあなたはついにケダミアのアーティファクトを開けることに成功する。アーティファクトは大魔女ケダミアの生まれ変わりだけが開けることができる。彼女はまだ生まれていないけれども、実際に会えばあなたはその存在を認識する。あなたはケダミアのエンテレフィーを解析する必要がある。ルイーズという名の魔女が、ルイーズさん、その防御膜を剥がすための鍵を作ることができる。エネルギーをだから編むのか。なるほど。エンテレフィーといえばそうですね。ルイーズさんですね。ベヒモスだけがこれを開けることができる。アーティファクトの中を見るためにはベヒモスの一体と盟約を結ばなければいけない。エイブラマーチャンス。エイブラマーチャンス。エイブラマーさん、今ならエレメントいっぱいあるけど、どれでもまたあれですか、エアーと秀樹持っていくんですか。また枯渇してしまう。いや、わざわざベヒモスと契約しなくても、おそらくちゃんと多分、己の手でたどり着ける方だと思うんです。で、あと、正直、鹿の民であるエニアさんユネイさんからいただいてるもので構成されているのだから、これだと思うんです。だってしかも歌でしょ。なるほど。ということは、ケダミアの生まれ変わりというのは鹿の民としてもしかしたら誕生する可能性があるっていうことなのかな。いや、その鹿の民の、だから鹿の民に伝わる、なんか民謡とかの歌詞の中に、ヒントが。何かしらその、ケダミアさんのルーツとか、なんかそういう魔法の何か、そういうものにルーツ、だから探検家としていろんな知識を得ているからこそ分かる何かにぶち当たることができるのかもしれない。なるほど。でもそのためには文化に、鹿の民の文化に溶け込む必要もあると。だから本当鹿の民の中に何かヒントがあるっていうふうに考えるのは、ありかなと思うので、個人的にはこれが一番近く感じるんですけど、どうですか？いや、私はだから、カード自体を読むっていう、あれがあれなので、どれがいいんだろうなと思ったんですけど、確かに UNR さんのね、カードですから、鹿の民でいいような気はしますし、これがね、ヒントは少ないですけれども、だから、この方だったらなんか自分の力でたどり着けるような気もするので、鹿の民の歌集で。逆にそのひらめきすら導かれたものだとしても、そのひらめきを手に入れるために努力しなければ手に入れられないので、そうですね。やっぱそこの余地を残しておくっていうのは、やはりフォルトゥーナさんの力だけに頼らず、2人で共に共同作業をするっていうことになるんじゃないかなって思うかな。ということでこれをしてみましょう。はい。鹿の民の歌集を研究し、
彼女たちの文化に溶け込めば、じきにあなたはこの謎を解くための魔法のひらめきを得る。それは、結構時間がかかりそうね。長い間、探索にも行けなくなるでしょうし。なんだか、馬鹿げたことを命じられているような気さえする。ああ、間違ったか？違うよね。どうなんだろう。どうなんでしょう。そんなことないよ。ええ、わかってる。やってみたら楽しいでしょうしね。他の文化に親しむこともまた、一つの探索ではある。逆に今まで解けてないからこそ、別の、自分たちの中に存在しない文化にヒントを探しに行くのって正しいと思うんですよ。うん、そうですね。だから、まあ、例えば、日本の歴史に深く関係しているものを、全然日本の文化を知らない人たちが見ても、だから、いろは歌を知らない人が、うん。いろはにほへととかって書かれてる何かの謎を解けるかつったら解けないうん。じゃないですか。多分そういう話だと思うので、うんうん。鹿の民との交流がないわけじゃないんでしょうけど、まあ、だから一応ヒューマノイドっぽいので、うん。そういう、異文化、いい意味での異文化ですね。うん。自分と異なる生活体系、文化体形態のところに行くというところがすごく、探検、そうですね。実際、本当メナカさんのおっしゃる通り探検ですし、何かしらやっぱりそこに書かれてるんじゃないかな。やっぱユーエニアさんが関わってるから余計にそう思いますね。私はあなたの力をすでに体験した。だからこれもその通りになるんでしょ。ようやくケダミ編の謎に進展が得られるってことね。どうもありがとう、フォルトゥーナ。あなたはあらゆる面で私の期待を上回った。それだけでなく、あなたのおかげで私は再び自分の不死性を愛せるようになった。あなたに会うまで、私はこの宇宙への夢を失っていた。すべてを見てしまった気がしてね。でも、あなたはそんな私の思い込みを吹き飛ばしてくれた。私に新しい場所を教えてくれただけでなく、私の理解を超えた魔法を見せてくれることで。そう思ってもらえたならよかった。私は、あなたを全力で支持する。そして、仲間の魔女たちにもそれを表明する。あなたの率いる子分が作り出す未来を、私は楽しみにしているわ。いえ、あなたとダリアのね。どうもありがとう。投票日に会いましょう。幸運を祈っているわ。やっぱちゃんと素直に喋ってよかったですね。やっぱ嘘はダメですよ。はい。完全に指示を取り付けましたね。え？特別なイベント？どれ？何？あまりいい何かの報告じゃないな。選択肢ですよね。ちょっと待って、ダリアさんの決闘イベントの続きですか？特別なイベント。それとも別の特別なイベントかな？わかんないっす。ね、ちょっと、お姉ちゃんの話を聞かないとな。まずいことになった。どうしたの？どういうわけか。高齢な魔女たちがダリアを蹴落とそうとしてる。巡礼者さん巡礼者の反乱が来たか。早いな。早い。各グループで影響力を持つ魔女たちに支えて回りながらね。その結果、戦士を除く全てのグループにおいて、ダリアの指導力に対して懸念が生じている。完全に巡礼者さんでしょ？だって。こいつはなかなかの痛手になると思うよ。それ、私のせいだ。ダリアに選挙について相談されたときに、私がカードで読んだことだから。でもそっか、巡礼者さんがやるまでもなく、もうフォルトゥーナさんの時点で決まってはいたのか。なのでフォルトゥーナさんが読んだから、巡礼者さんがああいう風な動きをするに至ったわけですよ。まあそうですね。
そうトリガーにしちゃまあだとしてもそうじゃなくてもていうかね、でもダリアさんが立っている以上この展開はありえますよ。そうですね。フォルトゥーナさんのせいではないと思う。ないですね。どう考えたって巡礼者さんは自分の意思でジャスミンさんを支持してたわけですからね、最初から。はい、はい、そうですよ。やれやれ。高齢の魔女たちのささやきが事実無根であることを証明するまでダリアの支持率は低下するだろうね。残り13サイクルでそれを持ってくるんですか？いやー、どうすればいいですか？いいね。ちょっとまあそうね、悪いことはしてないので。そうですね。だから学者に金出させたのはあれ巡礼者さんの差し金かな、ジャスミンさん。なんかすべてがそれのせいに見えてくるけど、まあわかんないですね、もはや。でも、まあ、ジャスミンさんの意思でやってないのであれば、あなた傀儡にされてるだけですよ、高齢の魔女たちの。ジャスミンさんを都合よく使わせない、新入りの魔女たちを軽んじさせないためには、権威主義社会を作らないためには、やっぱダリアさんしかいなかったけど、でもダリアさんはダリアさんで、己の戦士としての力を誇示することで、支持を得ようとしてるから、それもそれで権威だよなっていうところはある。メンタル的な強さで、周りを圧倒するっていうのと、武力的な力で周りを圧倒するっていうのって暴力性が全然違うんですよね。まあそれはそうですね。もちろんメンタル面、ただメンタル面で圧倒的に強い人を前にした時に、己がどれぐらいのダメージを受けるかって、それは自分が傷ついてたりコンプレックスを持ってたりとかすると、その方が殺傷力高いは高いけど、やっぱ理不尽ではあるんですよね、お互いに。まあでも力は変わらなくても心は変わるので、多少ね。まあだからまあダリアさんのメンタル面とか、力に腕力とかだけに物を言わせない、きちんと頭も使ってというか、まあいろんな立場の立場とか多様性を考えてこその動きをしているっていうアピールをしていかないとちょっと。で本当に学者を切ってそうだな、だからパトリスお姉ちゃんが学者に言ってたけど、どういう反応をしてくれるかによってちょっと変えなきゃいけないかもしれないですね。やっぱちょっとカイヤさんとダリアさんをちょっとそれぞれやっぱ自分の得意分野のところに活かせるしかないか。探検家は多分大丈夫だと思うんですけどね、今のあったので。でも私たちに隠すべきことなどない。気にせずダリアのイメージを回復させる機会を伺おう。巡礼者との話はうまくいかなかったみたいだね。彼女は自分の影響力を使って多くの学者たちをジャスミン支持に回らせた。うげっ、いやこのままではまずい。なんとかしないとね。メナカ、相当あんたに感銘を受けたみたいだね。彼女は私たちへの支持を表明し、ほとんどの探検家をこっち側に引き寄せてる。メナカはとっても素敵な魔女。話してて楽しかったよ。そりゃよかった。いい刺激を受けることは選挙にも役立つからね。ほんとパトリスお姉ちゃん大好き。でやっぱ探検家だからこそ何が起こるかわからない人に票を入れたいんだと思うんです。だからジャスミンさんやサイプレッサさんが作る古文の未来ってもう今と変わらないと思うんです。そうですね。あんまり。ってなるとやっぱり探検家の皆さんは何が起こるかわからない、何が待ち受けてるのかわからないっていうワクワクを、ダリアさんとフォルトゥーナさんに託してるんだろうなと思うんですけど、で学者翡翠の匠の民ってどこに入りました？翡翠の民、そういえばどこに入ったんだろう。増えてる、学者の数多分増えてると思うんですよ。25じゃない。でも全部新入り区分なのかな。でも新人なのか。どうだったかな、見てないなけど若い魔女じゃないもんな。
まあ、新入りは新入りでしょうけど、選択肢に若い魔女で出てくるので、はい。まあ、だから、どうなんだろここでう。はまあ、でも、だからといって、翡翠のね、うん。やっぱ助けてやったから、翡翠の民はうちに入れてるよね、なんて言い方はしたくないので、全然いいんですけど、うん。ちょっとでも、やっぱまんべんなく取る方がいいの。でも学者お姉ちゃんが言ったけどやばいから、いやお姉ちゃんが言ってたから 4% 残ってるのかな。どうなんでしょうね。でもこれだとあんまりパトリスの説得が、いや、まあ、もう多あんま意味なか分った。行かない方がいい。多分別の動きをさせた方が良さそうですね。そうですね。来訪者の方々がちょっと減ってきてるので、もしかすると協力者協お力者も姉ちゃんもう一人ぐらい連れてそうでこれる。すね。でも学者の報告、まだだったんだ。ごめんなさい。でもこれも多分あれですね。一緒かな。だってお姉ちゃん一番2回目ぐらいに行ってもらいますよね、学者のとこ。そうですね。そうか、セリフは一緒だから。学者たちを。学者のほとんどは知り合い、有意義な会合。そうですね。はい、で、いくら動く？おお結構動いた。お姉ちゃんさすが。お姉ちゃんやっぱパトリスお姉ちゃんがナンバーワンですよ。いや、でもオンリーワンですね。学者の支持 32% まで戻したんだ。すげえ。すごいな、お姉ちゃん。お姉ちゃんすげえな。実際顔なじみだし、やっぱ学者って比較的感情じゃなくて、哲学とか理念に、そうですね。に基づいて考える方々だと思うので、まあ、そりゃ、そうですね、非科学的だってね、それこそまた遊戯王で会話しても非科学的だって言いますけど。いやパトリスさんを次の動きどうしましょう。もう一人ぐらい協力者を探していただくか、学者のとこにもう一回行ってもらうかのどっちかですよね、多分。ですね。まあ、さっきみたいに来訪の方を、探検家の方を紹介していただけたじゃないですか。はいはいはい。なので、そんな感じで他のどっかのジャンルでもう一人ぐらい紹介してほしいので、協力者。そうですね。まず協力者探してもらいますか。今13歳くらいだからもうギリギリですよね、おそらく。ギリギリでなので。はい、ということでお願いします。心当たりがある。よかった。いいね。心当たりがあるよ。数サイクル後にまた会おう。っていう。お姉ちゃん。いやそしてこの謎のオーブさんをとうとう迎え入れなきゃいけない。読めない。これもしかして言葉が通じないというか、まあ本当に人間の言語で話さない方なんですかね。でも多分ね、法則はあるんですよ。同じものが繰り返し出ているので、あと文末にある言葉とかがあるから、なんかシャーロック・ホームズもこうやって解読してたな、暗号。人間の棒人間みたいなイラストを読んで、なんかこれとんでもない事件が起こる前に止めるぞみたいな感じの話だったと思うんですけど、だから法則性でも見つけるまではちょっと、読めないな。今無理だな。とりあえずバレーキ入れましょう。はい。そうです。踊る人形。そう。踊る人形っていうミステリーなんですか？いらっしゃい。おー。うんぬさん。そっか、この方がうんぬさんか。預言者の人ですよね、確か。じゃあもっと早く読んどくべきだったかな。預言者、待って、これ紹介された方でしたっけ、うんぬさん。そうです。預言者の動きがわかんないから、結局エイダーナさんの遺体に神秘性見出しちゃった人たちとかがでもそうなると預言者さんたちって自分の立場が危うくされるから、エイダーナさんを崇拝っていうか、信頼っていうか神秘性見出されるよりかはみんなで分け合うというか、お互いに蹴落とすんじゃなくて、ちゃんとなんかね、それぞれ得意な読み方があると思うんですよ。それこそ未来予知が得意な人もいれば、人々の関係がどうなっていくかとか、例えば
そうだな、嵐がいつ来ますとかっていう天候を読めたりだとか、星読みができるっていう感じだと思うので、全然ね、協力できると思うから、そんな感じで運べるといいな。で、どう声を当てようかな、うんぬさん。フクロウに見えるんですけど、気のせいです？それっぽいですね、デザインの元は。なんかフクロウと、その、シスターとかのなんか、ね、女性をイメージしてる感じが。そうですね。喪服っぽくもありますよね。黒いベールとかだと。はい。そうですね。フクロウは、知恵の象徴なので、あとはパラスアテナの成長でもあるので、そう、面白いな。これ、どうやっても本当にこれ読めないですよね。なんかひらがなを崩してんのかなと一瞬思ったし、それっぽいねみたいに読める字はあるけど、それ以外はほとんど読めない。読めない。ちょっと、そうですね。時間かけたらちょっと法則わかるかもしれないんですけど、配信中にこれしようと思ったら、明日の朝日が拝めてしまうので、100% ね。いや、ちょっと、答え合わせ後で。いや、どうなるんだ、これ。多分適当じゃなくて絶対法則使ってちゃんと突っ込んでくれた。待って、何言ってるかわからないんだけど。死ねみたいに書いてません、これ。って気づいたのかもしれない。どうなんだろう。とか、って感じかな。ちょっと待って。止まらないぞ。翻訳こんにゃく必要だ。出してよ、100円もん。100円もんってなんだよ。出してください。出してください。なんか出せないんですか？いや、ちょっと、ハンカチを開閉する。トサカの中に隠したりとかしてないですか？なんか隠してません。まあでも、こんにゃく隠したくないよな。ちょっと待って、マジで読めないんだけど、でもね。いや、でもどうすりゃいいんだろう。何か会話を成立させる方法ないかな。いや、力の乱用良くないのは事実ですが、コミュニケーションを取るの方がもっと大事です。そうですね。言葉がわからないからといって排除するのと一緒なので。なので、基本的に、私 AI もちろん反対派ですが、人々の生活を支える、イラスト描いてもらったり、文章を書いてもらったり、生成 AI は論外なんですが、多分私何度も話してるんですけど、義足に AI が搭載されていて、より安全な歩行を助けるっていうものがあったりするので、その AI 正しいと思うんです。まあ、それが唯一の正しい使い方ですよね。ですよね。命とか生活、誰かの幸福を支えるものっていうのが大事だと思うので、なので翻訳リアルタイム翻訳もまあ AI 的な力使ってると思うんですけど、そうですね、これは言葉の壁をなくすって大事だと思うんですよ。なので、特にやっぱエイダーな翻訳を使うしかない。どうだろう、カードに尋ねるのも面白いとは思うんですけど、でもいきなりやばいコミュニケーションなしで占い性やろうとするのもまずいんじゃないですか？いや、実は正直私はカードを使って会話するっていうことも実はできるんですよ。そうなんですか？あなたやろうと思えばできますよ。だから占ってる時にてめえ何が言いたいんだよって何かしらの見えない存在に対してブチ切れながらカードを引いて、ノーっていうのが出てきてうわーってなったり、イエスっつってんだろっていう感じのなんか強気なカードが出てきたり、諦めて私の言ってることを受け入れろみたいなカードも出てきて、まあ一応カードと対話してるんです、私だから。カードを通して何かと話してるのかもしれないですけど、まあなのでカードで例えばあなたの名前は何って言って3枚ぐらいカード引くでしょ。で、その頭文字をつなげて見るだとか、まあそういう風に一応使おうと思えば使えるけど、まあでもエイダーナチートはありかな。っていうか、エイブラマーチートでもいいんだけど。どっちか。烏丸さんにお任せします。どちらがいいか。まあさすがに、ちょっと、まあ、メタな話になるけど、もしエイダーナ
から私たちちゃんと目をもらえたけど、もらえなかった人は上しかない選択肢ないのかなって思うんですよね。ああ、なカードにるほど。じゃあ聞くしかやっぱりないから。うん。だからこの場合やっぱは、エイダーナ、ちゃんと私たやっぱそっかちね、エイダーナの知識もらえてるので、はい、普通に聞いた方がいいのではないかなと思います。はい。やっぱお、やっぱあれか、エイダーナルートというか、エイダーナさんのこれを手に入れてるからこそ選べるということは、やっぱりそれを選ぶべきっていうか、まあ隠しルートじゃないですけど、そうですね。よりグッドエンドというか、まうんあ、そうですね、言語の違う土地でもアクセス僕をどうせ、まあそれでいいんですよ。で、それでもお互いにコミュニケーション取れる世界っていう風にもなっていけばいいんですけど、うんAI 搭載の盗撮クソメガネが発売されちゃったじゃないですか。あれはちょっとやめてほしい。はい。絶対盗撮とかの温床になると思うので、あれやめてほしいんですけど、発売されちゃいましたね。はい。はあ、今からでも撤回されないかな。ああ、かつてあらゆる言語を習得した私の宿敵であり、死が残した目よ。この魔女の言葉を介する力を私にちょうだい。効果はあったか？あった！今はあなたの言葉が完璧に理解できる。ネベラゴなんだ！ああ、そういうことか。なるほどな。さっきそういえば聞きましたね、ネベラゴっていうはいはい。概念を。お前がネベラゴを理解できぬことに懸念を抱いた。ネベラゴは真の知識と力に触れる唯一の手段ゆえに。そうとは限らないよ。ただなんだろう、真実っていうものを作り出した輩がネビュラ語しか使えなかったんならあり得るのかもしれないけど。まあでも、なんだろう。別の方法だとしても、別の、まあ、苦難とかは違ったとしても、結局いつか同じ結論にはたどり着くと思いますよ。はい。同じことするんだから。ああ、人間の魔女にとってはものすごく難しい言語だからね。いつかは習得してみたいと思ってるけど。どこまで話したか。そうだ。私には、お前のチームを粉砕する力がある。突然何ですか？いきなりそんな話？お前が知っているかはわからぬが、私には、あらゆるものを破壊する力がある。あらゆるものに合う。聞きましたね、さっき。そうですね。ですよね。腐敗の力。あらゆるものには腐敗の道が用意されている。惑星にも、共同体にも、思想にも。私はその道筋を読み、その方向に対象を誘うことができる。なるほどね。無理やり改変するとかじゃなくて、流れを変えるんだ。なるほど。自分の、だからあれでしょ、水路を自分の、まあ、ガデン飲水じゃないです。まあ、ちょっと意味が違うけど、そんな感じで、枝分かれっていうか、なんかこう、誘導ができるってことなのね。それを私に伝える理由というのは？テストだ。統治する側に預言者がいるというのは、古文の未来を考えるにおいて不可欠なことだと考える。だから、私はお前のチームを一番に評価している。それは良かった。なんだか変わった指示の表明の仕方だけども。まあ、それはそう。お前が古文を率いるのにふさわしい力を持っているかどうか確認したい。どうやって？私は、お前の競争相手の活動を妨害できる。すでに他の候補者たちのことは分析済みで、どうすれば彼女たちの勢いを下げるかは分かっている。一言言ってくれれば、彼女たちを終焉させてみせよう。だが、もしお前がこの申し出を断ったら、私は他の候補者のもとに行き、同じ申し出をする。なるほどね。
すぐに答えなくていい。これはテストだ。故に、この状況において自分がどう選択するか、時間をかけて考えろ。一応確認させて。つまり、私たちが競争相手の破滅を選ばなければ、私たちを破滅させると脅してるわけ？それはやや正確ではない。お前の競争相手も、私の申し出を拒絶する可能性はある。お前は他の魔女たちも同じようにフェアに戦うと信じているか？なるほど。あなたは楽しいからこういうことをやってるの？それとも、他に何か理由があるの？よく考えるがいい。これはブラフではない。古文がエントロピーの試練に耐えられるかどうかを知るために、私は古文を変える必要がある。そうなのね。じっくり考えるがいい。決断する準備ができたら、私を呼べ。決断しない場合、私がお前に代わって決断する。パって言っちゃったぞ。なんかな。いやー、なんだかな。まあ、妨害の最終手段になっちゃいますけど、いや、それはちょっと困るな。できればやりたくないですよね。まあ、ただ、その、フォルトゥーナさんの善意を信じてる、試してるとも取れる。そうですね。うん。己の陣営可愛さに、破滅させてくださいってすがってくるか。うん。まあ、どういう対応を取るか。ですもんね。はい。まあ、ただすがらなかったから合格だなってなるのか、まあ、預言者、崇拝されたくて預言者やってる、いや、預言者でもなりたくてなれるわけじゃなかったはずなんですけど、まあ、だとしても、まあ、崇拝されなければ預言者でないと思っているのであれば、己にすがってこない相手に価値がないって思われちゃうかもしれない。ただ、だから何考えてるか全然わかんないですよ。表情がなかったでしょ？そうですね。多分わざとだと思うんですけど、なので、ちょっと、考えが読めない。ということで、またしかも、どういう報告があるのかなんか不安ですけど、まあ、カイヤさんから聞いてみますか。はい。ですね。まあ、多分間違ったところに行かせなければ多分大丈夫。同じセリフなんですね。生産者の魔女、緊張してたし、まあ、興味示してくれて、10% ぐらいだけど、引き寄せてくれましたね。ありがとうございます。やっぱカイヤさんがいなかったらもう絶望でしたね。そうですね。ジャスミンさんが強いので、完全にそうですね。こっち側に今寄ってくれてるので、はい。そしてダリアさんに聞いてみるか。これも一緒かな？若い魔女たちの受けは最高だった。っていうことは、新入りはほぼ完璧にこっち行きましたね。はい。よかったかな？よかったですね。生産者もそうだし、戦士もまあオールオッケー、探検家も 100%、学者だけがこうだから、あと預言者か。学者は、まあだから学者はもうお姉ちゃんに言ってもらうしかないんですけど、でもお姉ちゃんはね、いろんなところに顔が利くので、ちょっとお姉ちゃん難しい。で、預言者は多分さっきの方の、あれを乗り越えない限りちょっと厳しいのかな。そうですね。どうしましょう、次の行動。いや、まあちょっと生産者怖いので、やっぱちょっとカイヤさんには行き続けてもらうしかない。で、CD も完全にこっちについたわけじゃないので、もう一回それか、11サイクルで協力者を探しに行くか、弱点を探してくるとかだった、修文を探すとかじゃないんだよな。悪いこと不正してるのが分かったならあれなんですけど、でも選択肢意味が分かんないですよね。どうすればいいんだろう。まあ、ガイアさんは正直何もあんまり考えずに生産者のとこ向かわせても別に悪い結果にはならないみたいなので、安全策で。それは多分そうですね。
安全策としてジャスミンさん側につかなかった、もしくはフォルトゥーナさん自身を立候補させていたプレイヤーへの救済措置っていうか、だから対生産者用にめちゃめちゃ評価が高いっていう、まあ同じ生産者ですからね。やっぱカイヤさん苦しみを乗り越えてらっしゃるから、とてもメンタルもその芯がすごくしっかりしておられて素晴らしいですね。本当カイヤさんみたいに素晴らしい方々がね、地球でも生きやすいように頑張らないとな。なので残り11サイクルしかないので、カイヤさんを、生産者の方にもう一回向かわせて、そしてダリアさんに関しては、協力者探しをしてもらう、最後の、多分最後になると思うんじゃないかという気がしますけど。そうですね。見つかるかな。それぞれでもいましたっけ、どうだったかな。もう一回聞いてもらえますか。まあエネルギーは収穫してもしょうがないし。方針、了解。協力者いた方がもう心強いものね。誰か連れてこれる魔女がいないか見てくる。でも必ず連れてくるってわけじゃないから、まあもしかしたら連れてこれないかもしれない。一番最初に言ってた時と同じセリフだと思うので、多分まだいるんじゃないかな。多分ね、でも協力者も多分上限があるんだと思うんです。何人呼んだらとか、さすがにだって毎ターンずっと呼び続けてたらここワンサカになっちゃうのでそうですね。そして、今ダリアさん勝ってるんで一応セーブしておきたいんですけど、はい、宇宙の輪を見るとセーブされるという仕様なのでセーブされました。ありがとう、はい、宇宙の輪。この手紙を読みたいと思いますがよろしいでしょうか。とうとう情のうち。フォルテーナ大丈夫。お願いフォルテーナ、大丈夫、しっかりして、目を開けて、死なないで、お願い城之内。最終的に城之内になっちゃう、かわいそう。いやでもこれを起きると何が起きるんだろう。最悪選挙戦が終わるみたいな、ことになったら困るんだけど、とりあえず、もしかするとフォルトゥーナさん地球に帰還エンドがあり得るんですよね。己の不死性捨てたでしょ。はい。火の対価として、己の不死性を捧げたので、もしかするとここでだからその海で焼生する前にお姉ちゃんに助け出されちゃって、地球に戻ってきちゃったんだ。っていうエンドちょっと辛いけど、でもなんかそうじゃない限り、この手紙だってでもほら縦読みとかもできないので、まさきあんずさんボイスで読む以外ができないので、はい。そうだな。よし、読んでみますか。しかない。待って、マジで？うわ。最終章、現実性の確認。ね、待って。フォルトゥーナの遺体見つからなかったって言ってたじゃん。でも今生き返りましたね。はい。待って、マジで当たってたの？いやーなー、ちょっとすいません、ネタバレしちゃったのか、私。いや、そんなことないよな。最終章。フォルトゥーナ！フォルトゥーナ、しっかりして！何が起きたの？あんたどうしちゃったの？いきなり海の中に入っていって。私、溺れた？あんた死のうとしたの？魔女になるってどういうことよ？落ち着きなって、パトリス。多分、今はいろいろ混乱してるのよ。大丈夫よ、フォルトゥーナ。私たちがついてるから。何も心配することはないの。私たち、あなたの友達だから。ちょっと。何なのよ、これ。あなたはまだショックを受けてるの。家に帰って、温かい飲み物でも飲みながら、ゆっくり話しましょう。二度とこんなことするんじゃないよ。わかった？うん。まあ。どうなってるの？お姉ちゃん、私たち小学生に戻らないと。
はやばいやばいぞ。完全に頭打ってるかもしんねえ。みんな深呼吸して。私、過去にタイムスリップしたの？何言ってんのよ。そうじゃないわ。あなたはタイムスリップなんてしてないの。自分がどこから来たと思ってるの？何世紀も未来の宇宙から。そう。でもどうしてそんなことが可能なの？私は魔女だから。やめろよ、エヴァ！これ以上この子の妄想を焚きつけるな。これはでもあれかも、妄想で合ってるのかな？その、なんか幻覚を見てるんじゃないかって疑ってるって意味での妄想で合ってるのかな？どうなんだろう。あ、村上さん、コンカラスです。私がやった時の展開と全然違うと。あら待って、キプレイの方が他にもいらっしゃった。やっぱ、っていうか、待って、展開違うっていうことは、最終章とかも動きが違うってことですか？それぞれで。どうなんでしょあ、待って、タロットで読みましたね。3人でどっかで暮らすって。う。はい。あれを実現させたな？そういうことなのかな。ちょっと待って、でも選挙戦どうなるんでしょう。このままエンディングになってしまうのか、まさか。どうなんだろ多様性の勝利を見届けたいんですけど、ちょっと待って。妄想じゃないよ。お姉ちゃんだって魔女でしょ？目を覚まして。あなたは古文の書庫の管理人。マジか。一体何の話よ。みんな落ち着きましょう。これは一時的なものよ。強い衝撃を受けたことで混乱してるだけ。フォルトゥーナの心を落ち着かせるためにも話を聞いてあげるべきだと思う。この魔女の妄想の中にもきっと何らかの真実が隠されているはず。さっき現実性の証明でしたけど、真実性の現実性のタイトル。確認。だからこれが夢なのか否か、夢かうつつかって感じなのかな。全部夢落ちって感じのエンディングにも見えるけど、それはちょっとなんかいきなり伏線もなしにこれが起きるのかなっていう感じもしますし。いやまあだからカードで読んでたから伏線としてはあるけど、ただ選挙戦途中で切り上げちゃうから消化不良ではある。ただ多分あの手紙読まなくても、まあそうですね、最後までいけたと。カード作りとかでターンを減らせば呼べたので、まあでもどうなるんだろう。でも読むよね、手紙ね、書いてあったらっていうところなので。本当にそう思う？確かめる価値はあると思う。わかった。ならこれはあんたに任せる。私はちょっとついていけないから。わかった。それじゃあ。フォルトゥーナ、あなたが言う宇宙の魔女についてもっと聞かせてもらえる？いいよ。私たちの古文にはだいたい100人くらいの魔女がいて、魔法コミュニティの中でも特に敬われている古文の一つで、最近私たちの長が死んで新しい長を選ぶための選挙の最中だった。そうなのね。その選挙についてもっと聞かせて。真ん中はともかくまあ皮肉という意味では真ん中でもいいのかもしれない。政治ゲームならね、政治ゲームやってるならくだらないお祭りだと思うし、魔女世界の運命を決めると言ってもまあもちろん過言じゃないですよね。だって、宇宙の輪に直接書き込めるフォルトゥーナさんがやってるので、なんかまあ私は友達のダリアに協力してるもそれはそれで正しいのかもしれないけど、上か下どっちがいいかな。まあ魔女世界の運命を決めているわけですから、魔女世界の運命を決めるでいいのかな。そうですね、やっぱ強力な古文だから、そこの長が変わることでやっぱ周りとのパワーバランスとか、なんか、同盟とか
うん。貿易とかについてもだいぶやっぱ大きく変わるんだろうなって思うので、はい。そこかな。この選挙は魔女世界の運命を決める。そうなの？どうして？まあ、一番下がなんか辛いな。事実だろうけど、下を選んでいいのかどうかっていう。まあでも別にでも古文が強力すぎることが理由じゃないですよね。ない。でもよくわかんないというには、フォルトゥーナさんは強力すぎるんですよ。フォルトゥーナさんのてか結局、エイダーナさんがああ言っただけで、本当にフォルトゥーナさんの能力がそうであるかどうかわかんないでしょ？そうですね。そう、結局は、エイダーナさんが好き勝手、フォルトゥーナさんに最後の嫌がらせをしに大嘘ついてる可能性もまあもちろん否めないので、わかんない。わかんないけど、でもやっぱちゃんと自分のやってることに責任は持たなきゃいけないので、まあだからわからないとしても、私がカードで運命に手を加えたっていう認識は持っておくべきかな。そうだと今自分が思っているのでね。そうですね。私がカードで運命に手を加えたから。どうしてあなたのカードはそんなに強力なの？まあこれも運命を上書きできるからですよね。そうですね。上書き保存ね。PC 使っている人間の嫌いな言葉ですね。はい。何度やらかしたか。私は、運命を上書きできるの。どういう意味？私がカードを使うとき、私は何が起きるのかを予知しているんじゃなくて、決めているの。過去を変えることだってできる。嘘でしょ？それで、あなたはその力を使って選挙をコントロールしてるの？まあでも選挙をコントロールはしてない。してないし、この会話なんかやっぱ変ですよね。だってエヴァさんってなんで、そっか、選挙のことは一応言ったのか、今。言いましたね。で、過去を変えることもできるって自分で言ったので、不死性、結局こうやって人間として地球に戻ってきて、なかったことになった、だから不死性を捨てて、ここで、地球で没するっていう運命に戻ったとも取れるけど、ちょっと待って、消化不、いやでもなんか、そうじゃない気がする。なんか、フォルトゥーナさん自身に対する問いかけな気もする。なんだろうな。てか、エヴァさんすごくふくよかな、あれでやっぱいいですね。ボディポジティブに書かれてる。から素敵だな、このゲーム。まあそうですね。変だながいいかな、会話。なんか、変だな、この会話。あら、どうしてそう思うの？私はあなたを助けようとしてるだけよ。フォルトゥーナ、目を覚ませ。お前はたぶらかされているのだ。おお。エイブラマーチャンス。初めての表情。ね。フォルトゥーナ。聞こえてる。何が起きたの？お前は白目を向いてブツブツとつぶやいていた。幻覚にとらわれていたみたい。これ多分、ガチめに、魔女の薬だとかで見せられてるので、多分言葉通りの幻覚、オタクが見る幻覚っていうスラングとかじゃなくて、ガチめに多分そういうものを見せて、多分薬学的に見せることができるので、そういうことかなとは思うんですけど、
なんかさっきの選択肢で、私やっぱり途中で会話変だなと思ってて、肯定的な方向になんかよくわかんないよとか、妄想を半ば認めるような言葉になってしまうと、あそこから出れなくなるような気したんですよね。だかおー、ら、すごい、そのうん。直感、私全然何も考えてなかった。あ、そうなんですね。だから、風花さん分かってて言ってるのかなと思いながらも、私わざいや、とそういう選まあ、択肢を選んでったんですけど、脱出したかったんで、できれば。はい。いや、脱出はしないと、うんだ。って、うん。あの、フォルトゥーナさん自身が選んだ人生なんですよ。うん。誰かに介入なんてさせません。そうですね。うん。それは他の方も一緒ですけど、まあ、ただ、フォルトゥーナさんいろんな方の人生に、今んとこ、エイダーナさんが言ってるから事実かどうかはさておくとして、一応今のところの認識では、うん。確かにフォルトゥーナさんは他の人の人生に介入してますけど、それは相手が望んで、占いしてって言ってるでしょ。あれは承諾の言葉なので。そうですね。うん。だから、フォルトゥーナさんも自分がだから自分も責任を負うんです。うんうんお互いに信頼を向けて、お互いにその信頼を背負うんですよ。責任と信頼を。うんうん。それが占い師だと思ってるので、はい。うん。やっぱ、こういう風に、ね、誰かを信じ込ませようとするのは、クソなので、そうですね。絶対に、はい。ラリアットかますぞ、おらっていう気持ちでいてくださると助かります。はい。ダブルラリアットです。はい。誰かが私に信じ込ませようとしてた。私は魔女じゃなくて、すべては人間だった、私の妄想だったって。参ったな。選挙に関していろいろと聞かれたよ。あ、そっか。他の魔女のカードについて力だったら、答えちゃった。カードのことを、そうか。でもそれ失敗したかもな。いや、でも脱出するにはそれしかなかったのか。どうなんだろいや、う。でもエイブラマーチャンスが、エイブラマーさん介入があるので、多分、ごまかしてもよかったのかもしれない。いや、でも、いつまでも隠し通せる力じゃないので、そうですね。バレてしまったのか。受け入れざるを得ない。うん。うん。確かにそれはちょっと考えてなかったですね。いや、でも、うんこの力があってなお、うん。それを分かっていても、あなたたち、私が、うん。フォルトゥーナである私がうん。やってることが全てあなたたちを本当に操ってると思いますかっていう。うんうん。それでも、この力があるから私を信じてるのっていううんうん。話じゃないですか。だから結局、お金がないならあんたと付き合ってる意味ないみたいな感じの論法じゃなくて、なんだろうな。その、フォルトゥーナさんが運命を書き換える力を持ってるからすごいのか、うんうん。フォルトゥーナだからすごいのか、うんフォルトゥーナだから愛しているのか、そこの違いを確認するフェーズに来たんじゃないかなって思うので、はい。でもな、しまったな。何か重要な情報を連中に漏らしたというのか。漏らしてないと思う。なんか怪しかったから、話をはぐらかし続けた。直感が働いたというわけか。よし。どうなんだろう。本当に本当に本当にはぐらかしてました？危機を回避したようだな。私は自分の仕事に戻ろう。気を抜くなよ。ゴールは近いのだからな。でもどうなんだろう。本当にごまかせてる？待って。いや、カードのことばらしたので多分やばい。ごまかせてない気がしますよね。ただまあ、大きく線香は変化してないし、またあれが来てる。で、1サイクル今ので減ったんですね。そうですね。11だったのが10になってるけど、ちょっと、そして今日の新規キャラの方々のお名前を一切覚えられない。やばいな。やば。うんぬさんですね。うんぬさん。考えるがよい。私はお前の競争相手を妨害できると言った。しかし、お前がこの申し出を断った場合、私はお前の競争相手のもとに行き同じ申し出をする。お前は他の魔女たちも自分と同じようにフェアに戦うと確信できるか。心が決まったら教えてくれ。うんぬ。いやでも。待って、今の妨害うんぬさんじゃないですか？でも可能性あるのか。いやー。で、これで、
妨害されたっていう恐怖感をフォルトゥーナさんに植え付けたでしょ、今。はいはい。で、今こういう風に揺さぶるタイミングでウンヌさんがやってきて、さっき怖い目にやったから、あなたのその妨害する力を借りたいって言ってすがってくるかどうかのテストなのかもしれないって今ふと思ったんですけど。ただ、ウンヌさん誰が、来る前からあの手紙あったような気はするんですよね。いや、まあそれはそうなんだよな。うん。多分。だから幻覚を見せるのがウンヌさん能力だったら得意な魔女って誰ですか？幻覚誰か思い出した人いますいや、トゥルースペッパー。真実を喋る唐辛子。あれ、キーアイテムになるのかな？あれはでも最後の討論のところでなんか使うっていう話じゃなかったですか？カイヤさんのやつ。討論あるんですか？どうなんでしょうね。どうなんだろう。このいやまま勝ったらおしまいなのかなんでもなんだろうな。でもカイヤさんではないでしょ。いくらなんでもありえない気がする。でもそっか。カイヤさんがやったとかじゃなくて、その騙してきた相手とか、なんか今、このウンヌさんに飲ませて、すいません。はい。そうだな、クリエルさんは確かに幻覚見せる能力はあったんですね。はい。そうですね。部屋消してくれましたね。で、それで、だからダリアさんの言う、はい。ダリアさんが長になった子分の幻覚を魔女に見せて、みんな素敵って言ってくれてるよっていう話でしたね、そういえば。そうです。で、あなたの能力は、すごいよって言ってたけど、でも、どっちなんだ？どっちちょっと難しいな。まあ、ちょっと、まあでも、まあ、魔女だから全員怪しいですよね。魔法だから何でもできると思ってるので、はい。まあ、得意不得意とかはあるみたいですけど、まあでも何にしたってウンヌさんとは喋らないといけないみたいですね。そうですね。とりあえず、まあ、妨害はする気ないですけど、この人を放置しておくとなんか妨害してくるわけでしょ、どの道。それでなんか終盤決まってしまったら困りますもんね。で、ジャスミンさんは断るだろうけど、ジャスミンさんの周囲についてる高齢の魔女たち、だから、ジャスミンさんの岩盤支持層は、いや、ジャスミン何を言ってるの受け入れなさいで、他のところに行ったらあなた負けちゃうわよって言われる可能性はある。そうですね。サイプレッサさんは、意地でも勝ちたいと思うので、サイプレッサさんは多分、2つ返事で受け入れる可能性がある。そうですね。そもそもウンルさんと知り合いだと思うので、はい。そうなんだよな。ということで、まあ、なんかもう敵だか味方だかわかんないウンルさんを呼びましょう。よいしょ。答えは出たか？出た。よし。誰を妨害してもらいたい？まあ、誰もですよね。だって誰かを妨害してどうするんですか？それで得た勝利って嬉しい？いや、魔女だから倫理観どうなってるかわかんないですけど、多分これね、戦士のダリアさん支持層の戦士に知られたら軽蔑されますよ。そうですね。まあ、一番戦士の方々に軽蔑されるでしょうね。まあでも、ダリアさんが直接やったわけじゃないとしても。選んだら、そのゲーム的にはおそらくウンヌさん素直に従ってくれるのかもしれないですけど、まあだからといってね。友達失うでしょ。そうですね。多分エンディングが悲惨なことになると思うので、はい。サイプレスさんに行ったところで、やはり、ウンヌさんが持ってる力を、武器とし、凶器としてじゃなくて、誰かを救うための、だから、あれですね、織りなす布はいつか誰かの傷をね、かばうかもしれないみたいな、ような使い方をしていただきたいので、はい。誰も、
承知した。自らの勝利を確実にする機会を手放すことを、お前はどのように受け止めている？まあ、これは誇りを持って受け止めてますよね。ですけど、正直怖いよって感じの一番下なのか、でも、どうなんだろうな。でもあなたにこうして言う、でも誇りは誇りですよね。落ち着いてはない。正直、落ち着いてはないです。ただ、苛立ちありますよ。お前どういうつもりだよっていう苛立ちはあるけど、それ以上に、あなたが一体この選挙戦で何をしたいのかっていう恐怖はあるでしょ、ただ、あなたからのこの持ちかけを断るのは誇りであるっていうところは事実かな。そうですね。誇りを持って受け止めている。残念だ。お前は古文を率いる存在としてふさわしくない。え？なんで？これはテストだって言ったじゃない。誘惑に負けずに正しい道を選んだでしょ。その通り。お前は競争相手よりも優位に立てる機会を手放した。故に上に立つ者としてふさわしくない。だって不公平だし。この宇宙はそもそもブラックホールのごとく不公平だ。他の候補者たちもお前と同じようにナイーブであることを願うのだな。私はそうでないことを願うが、さもなくば古文の衰退は確実であり、私はここを捨てねばならん。あなたの言うような価値を共有するような古文は、もはや古文じゃないよ。エントロピーの存在を認識できぬ者は理想主義者となる。それは人間の魔女の間に広まる疫病だ。ほんと、エイダーナさんと一緒のこと言ってるな。そうですね。だからね、あれでしょ、第三次世界大戦を起こして人間の恐怖からエネルギー吸い取ってこいとかわけわかんねえこと言うんでしょ。理想を語って何が悪いんだよ。裕福で生まれた者たちが語るのは理想じゃなくておごりでしょ。そうですね。理想主義でこっちやってるので、そこはちょっと相入れないかったですね。理想が意味を持つのは裕福で恵まれた者たちだけの間。舵を取る者は常に宇宙をありのままの姿で認識できるものでなくてはならない。だから今ありのままに受け止めたじゃん。あなたの妨害はありのままなの？って私は思っちゃう。多分いろいろ考えてはいらっしゃるんでしょうけどね。あなたが間違ってるってこと、私が証明してみせる。せいぜい頑張ればいい。多分ジャスミンさんは受け付けないだろうけど、サイプレッソさんがわかんない。でしょうね。サイプレッソが台頭してきている。どんな約束をしたのか知らないが、保守派層がいきなり彼女への支持を表明し始めた。これは何とかしないとね。だからジャスミンさんとサイプレッソさんで食い合ってくれればいいんですけど、どうなんだろうな。協力してくれそうな存在見つかったよ。ここを訪ねてくるはずだ。彼女の名前はランギムリーで、コズミックポエムの紡ぎ手。別の古文の魔女ながら、その名前は聞いたことがあるのでは？別の古文の方が来るんだ。それが協力者？なんで？魔女世界。特に若い魔女の間ではかなり話題になってる存在でもある。新入りのとか、やっぱ新入り、だからペッパーカイヤさんとかダディアさんじゃない場合、若い魔女に対してのアピール力が低いのかもしれないですね。そうですね。なのでこのコズミックポエムの紡ぎ手がランギエーヌさんが、多分
新入り層に、うんまあ、響く協力者になるよっていうことなんでしょうけど、まあでも、ちょっともう遅いありがたい感ですねじはあるけど、まあでもありがたいわ。いや、でありがたももう、世界が広がるのはいいこと。もしかすると特別イベントとかでダリアさんが取られたりするかもしれないので、そうですねやっぱ。そこ考えると、彼女の紡ぐ言葉、特にその詩と歌には大きな影響力がある。この宇宙最大のインフルエンサーである彼女が、今後の魔女カルチャーの形成に大きな役割を担うことは間違いない。こっちの方針に共感してるとも聞いてる。彼女が支持を表明してくれれば、大量の票が獲得できるはず。別の古文が支持表明でいいんですかね。それで動いて。なんか日本みたいな国だとすごいなんか逆に影響が悪そうですけど、学者だとしかも完全にこれ、もう、ね、保守層でしょ。だからな、多分グレーテさんが捕まれなかったらよかったんだけど、なんで捕まってんだろう。もしかしたら動けたかもしれないですね、グレーテさん、選択肢によっては。そうですね。わかんないけど。まあ今のところ全体ではね、投票予測で普通に勝っているし、まあ、そうですね。なので、ウンヌさんの、提案を、誰が飲むのかって話。飲ませたいんでしょ、ね、結局、ウンヌさんは。己の要求を飲んでくれる人を、まあだからサイプレッサさんのとこに行っちゃったら多分もう即決されるので、どうしようかな。お姉ちゃんどう動いてもらおうかな。とりあえず一旦セーブします？怖い。そうですね。ただ、どうします今、すいません、皆さん、実況タイムがですね、今3時間34分になってるんですよ。そして今日、最終回になるかなと思ったんですけど、これまだ結構続きますよね。いい意味で長くてとても嬉しいです。こんなにボリュームあって素晴らしいゲームを2000円で買えていいんですかっていう恐怖を今味わってます。はい。ね、セール入ると1000円で買えたりするので、とんでもないですね。はい。いやー、やばいな。ということで、預言者から続くよという言葉がありましたので、はい、ね、どうもね、預言者今2人いるみたいなのでね。そうですね。はい。なんか別の未来が見えていますけれども、皆様、大変ですね。今回、長編になってるんですけれども、ザ・コズミック・ホイール・シスターフット第8回実況いかがでしたでしょうか。はい、ということでですね、ずっとですね、音花風花さんの解説のおかげもあって、すごい、盛り上がっているんですけれども、ただですね、なかなかゲームが終わらないという。で、まあ、ただ残り8サイクルで、その、最後の魔女のああいう攻撃もあり、まあ、ウンヌさんっていうね、強敵もまた現れてしまったので、だから、まあ、下手をすると、まあ最終盤でね、何かジャスミンさんとかサイプレッサさんがね、卑怯な手を使ってくる可能性もなくはないので、ちょっと恐ろしくはあるんですが、まあ今のところ勝っているので、まあこのままね、なんとか協力者を見つけて、まあ勝利に導きたいなというふうに思います。はい、違う世界線から来た方がいらっしゃいますけど、はい。いや、だからこのゲームすごいですね。本当に枝分かれというか、平行世界がいっぱい存在する。でしょうね。占いってそうなんですよ。だから100あるうちの1つをたまたま除いてるだけなんですよ、占いって。まあ100とは言わないかもしれない。もう星の数ほどある未来の1個の可能性をたまたま見てるだけなので、まさにそのスタンスというか、その占いという性質を指し示しているかのような分岐がたくさんあって、で実際全てに血が通ったなんかぬくもりというか、いい意味での生々しさをすごく感じるゲームだなと思います。この6月に入ってもまだこのゲームを実況できること本当に喜ばしく思います。ぜひ皆様も気になったら、多分ね、まあスカーレッタの実況と違う選択肢も多分大量にあるので楽しめるかなと思うので、もしね買いたい方とかはもうぜひぜひ買って応援してください。こういうゲームをたくさん世にね行き渡らせたいし、知名度を上げたいです。はい。
ということで、皆様本日も深夜までお付き合いいただきありがとうございましありがとうございた。ました。よかったらですね、メンバー限定で上げてる動画、関連動画等もチェックしていただければと思いますので、よろしくぜひお願いいたします。お願いします。プレイ動画見ちゃったから自分ではやらんかと思ったけど、文教体験したくてやりたくなってきたということで、おー嬉しい嬉しい。嬉しいですね。いや本当に、まあいろんなね特にこのゲームはね、分それが多分楽しいと思うので、そうですね、プレイヤーによって全く違う世界になりと思いますので、はい。ミネさんもお疲れ様です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。二人ともお疲れ様ということでありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、皆様ありがとうございました。本日もお疲らすでした。ありがとうございました。また来週で最終回できるように頑張ります。はい。ということで、お疲れ様です。お疲らすでした。はい、ありがとうございました。おやすみなさいませ。